My tail! My tail! モーさんとカズヤンイズナウリブ。ストリーミングファイナルファンタジー14オンライン。シャープ6。強くてニューゲーム。2.1 開始から FF16 前広シナリオ徐々に本領発揮していくジルが有馬かななのが楽しみですね。第7西暦ストーリー1。ひよこの FF14。PC 第129回。いやー、もう、今日16のなんかイベントやってましたね。5時間ぐらい。いや、さすがに全部は見てないですけど、楽しかったです。楽しみです。まあ、体験版は今出てるんですけど、まあ、ちょっとやめときます。もう完全に発売してから処刑という状態でやりたいんで、まあ、やめときます。というわけで、14をやりますね。はい。まあまあ、前広、14ですね。まあ、吉田率いる第3部の、14です。はい、やっていきましょう。ひよこに、ひよこの、FF14 よろしくお願いします。前回 2.0 全部クリアしまして、今日から 2.1 に入りたいと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速やっていきましょうか。OK。強くて有限。第7世紀ストーリー1ですね。いきましょう。光の戦士たちが魔導上プライトリームの、激戦を制したことにより、世界は第7零歳という、時代を乗り越え、ついに第7世紀を迎える。エウルザの救済を抱える、暁の決命にとってもこれは大きな前進となった。しかし一方で、組織に注目が集まるがゆえの新たな問題を抱えることとなると。楽しみです。そうですね、組織がね、あれですね、多分。組織絡みの話が、まあ、大きな、舞台になると思いますね。2.5まで。うん。ですね。あれちょっと始まってねえな。どこに行けんだこれ。あ、砂の家です。そうっすね。そりゃ砂の家です。受注してねえから、右に出てね。いやー、面白かったですね。ドグマの、今、戦闘担当の、鈴木さんですね。その、元ですね。元ドグマの戦闘担当の、鈴木亮太さんと、まあ、あとはあれですね、ディレクターの高井さんと、あと、シナリオの前広さん、あと、音楽の祖健さんが出てましたね。音楽はかなり14、14に寄せて言っても多分全然違う感じですね。なんか14はもっと和みやすい BGM ですけど、まあ16の BGM はかなりかっこよく全体的に作ってる感じには見えます。まあどうなることやらちょっと気になるところですが、これバーハングじゃないですか。でもしょうがないですね。まだやってないみたいな。ウグイスタンってのが生きてたのと、あとアレンバールドも生きていましたと。うん。かなりの曲数を作ってるっぽいんでね。200曲くらい作ってるとか、そんなしてるんだけど。
まあ、楽しみですね。暁のあり方。あ、母さん、あんたに相談があった。たたるぞ。お話し中に失礼します。ミーヒリアさん、足柄貿易の方、お帰りになられたです。このところ来客の相手が続いてさすがに嫌になってくるです。ありがとう、タタルさん。少し休んでちゃう。はいです。バイバイ。あなたは各地に現れた万神を透滅し、バルマル帝国のアルテマウェポンを撃破したことで私たちの、暁の注目を集めているわ。暁に協力を申している人々、それに組織や勢力の戦いが、地球劇に増えつつある。私たちが認められている証ですが、それ自体が嬉しいことなんだけど。でもその一方で暁を、政治的に利用しようとする連中も増えてきている。もちろん直接そんなことは言わないけど、少し裏を探ればすぐに分かってしまう。今来ていたお客様もそう、よくもっていると私たち資金を援助する代わりに、派閥ながらそういうのを、講演をしてほしいってところかしらね。小さな紹介からウルダ派のサカツ州まで、様々な組織が接触してきて困ってるの。私たちの暁の目的はエールズの救済。それも中立的な立場の活動においてね。私たちは政治的に利用される組織であってはならない。でももっと広く活動するために資金も必要。膨大な資料や技術提供はともかくお金のこともいつまでもシャーリアン報告のバルデシの委員会に頼っていられないし。ごめんなさい、相談のつもりだったのになんだか愚痴になってしまった。そういえば、賢人のみんなは最近の状況をどう思っているのかしら。ある日の以外にいなかったですね。ウリエンジはいたか。はい。あ、みんないますね、しれっと。ある日の話さなくていい。バーシンタイタンの討伐の折、ミルイブ帝国の対話したことを受けて、協定を破って内陸部を開拓したのは人の方。しかし人は心とか土地を取り戻すのを見つめず、彼の行動を策定に取り攻撃の材料とした。うん。リーダーは大したことなんだそうです。どの都市にも頼らず組織を維持するのは難しい。一体どうした？うん。新たなもの。人は本能的に恐怖する。今こそ選ばねばなりません。私たちは何を予想するのか、あるいは何を一つしないのか。はい。で、ある日の動きます。ミーヒリはそんな悩む。ちょうど私も現状の暁について考えていることがあって、いい機会かもしれない。ミーヒリに話をしてみよう。いや、君も来て。どうしたの二人して。ミーヒリは提案がある。砂の家、暁の決命の本部を移転しないか。来たね。ついに来たね。本部の移転砂の家脱出そうだ。この別パーウェイから他の土地へ移るんだ。ここはウルダ派に近すぎる。このままで、暁の活動が活発になるウルダ派の共和派からの干渉も激しくなってくるだろう。まさに今君が悩んでいるよ。サカス市を中心とした共和派が飲み込まれるのは危険だ。どうも黒いものを感じるのだ。それに暁に所属している冒険者たちから以前から申告あったじゃないか。別パーウェイにエイテライトを設置できるクルラーに交渉してくれないかと。
もっともザナラのエーテライトモンは今日は花の川の実家、必要以上にサカス州に組みしないように、私は断り続けていたわけだが。でもある日の移転と言ったって一体どこに？各都市に対し公平であるべき暁の、組織体質、そして今後、真に中立の立場でエローゼの救済活動を行うためには、リムサロミッサ、グルダニア、ウリダハ、これら3都市のいずれかにも一定の距離を保つことができる場所が望ましい。モードナのレブナンツトールだ。いいね。今すぐに移動してくる。今すぐに移動したいです。冒険者ゲームの拠点でもある同地は、現在より多くの冒険者を受け入れるために、拡張が行われている。そこに交渉してみようと思う。それに3都市の名士たちが歩み出したエルザ統一組織の、道。私もその思想に協力したいと思っていてね。私は、砂の家にはもう行きたくないです。そのために我々暁は国に移動したい場所へ活動した方がいい。エーテライトは近いところがベストなんです。あなたの言ってることは理解できる。現状を踏まえても移転を考えるべきなんでしょうか。移転か。ウルダは離れる。いや、寂しがるんじゃない。名士は君だ。ゆっくり考えて答えを出すといい。今すぐじゃねえな、これ。いや、暁はその母体となった12世委員会の時からこのウルダ派にあった。いろいろな名残は惜しいだろうが、祖父の理念を叶えるに場所は整わないはずだよ。ルイザー様の理念か。少し考えてみろ。即答してくれよ。そういえばある日の家のことはもういいの？面倒なことは理事長に任せてきた。しばらくはこちらの仕事に専念できるよ。じらすね。じらすな。いや、ここどんぐらいカットされてるかちょっとあれですよ。気になりますよね。これも相当多分その目生かされると思うんで。歌姫を追って。オッケーオッケー。ヒデはあれですよね。ひよこさんをここに呼びたいだけでしょ。ベスパー。ホライズンから。ホライズンからチョコに乗ってきてね。このまま暁がウルダーにとどまることに理にがないことはミーヒリアも理解しているよ。しかし彼女はある人を待っているのさ。だからウルダーから移動することを躊躇している。かつてウルダーの歌姫と称されたフラミンのという踊り子を知っているだろうか。彼女の歌や踊りは周りの者たちを魅了し、多くの人々に愛された。サンクレットも彼女の熱心な支持者だったようだね。そのフラミンは第7レーサー以降、忽然と姿を消した。そして現在に至るまで行方がわからないままだった。実は彼女はミーヒラの育ての親でもあるんだ。以前ミーヒラからそのことを聞かされてね、それから私の行方を探すために協力していたのがようやく情報をつかんだよ。暁の協力者、イデュード神父からの情報によれば、クラミンさんに似た女性を東ラノンシアの、コスタデルソルで見かしたという人がいたらしい。かの歌姫を探し出すことができれば、ミーヒラの悩みも、晴れ、本部移転の問題に専念できるはず。さあ、共にフラミンさんを探してみようじゃないか。まずは現地の協力者、ゲゲルジュ氏に、話を聞くのがいいだろう。さあ、出発しよう。ゲゲルジュゲゲルジュか。懐かしいな。気持ち悪い。懐かしいっつっても、昨日会ってますけど。タイタンだけ。タイタン。ゲゲルジュに金をくれって頼むんですけど。金持ってますからね。フラミンさんの声があって、あなたこんなとこでフラミンを探すっていう流れになるんですね。西の方に行く。何だったっけな、フラミン。錬金術師だったな。
なんかのクエストで出てくるんです。メインクエスト以外で。そこをやってるとよりフラミンさんのことを知れると思いますね。どっか時間があればサブクエストに戻したいですけど、プラスクエストは大抵終わってるんで、昔今のができてないです。フラミンって踊り子を探してて、先日ミコット族の踊り子はワインを求めてやってきたよ。ここに来たよって言ってますね。本人はどこにいる？シャマリルームに行く。アインポートに滞在してるって言ってますね。花を積みにいらした。南の方を探してみてはいかがでしょうか。じゃあ、ウェブチョコでやりましょうか。ジル・バレンタイン、16のヒロインが、うちのこの有馬かなの声優さんと一緒っていうことが、ワイヤーってテンション高いです。今ちょうど流行ってます。時期的に超ベストだと思います。人気が出たところ16がちょうど発売。ちょうどタイミングベストです。ありがとう、冒険者。花摘みに気を取られて魔物を襲われずなんで、帝国の脅威が去って気を緩めすぎかしらね。まあ、とても良い香りがするの。この香りを好きな知人がいてね、その人が送ろうと思って取りに来ていたの。はいはいはい。ちょっと、若干覚えてんな、この。フラミは私ですけど、もしかして私を探す。あら、この香り。あんた、足。いえ、ミンヒリアという女性をご存知では？足って言ってるのちょっと気になります。どうやら先を越されてるよね。さすが冒険者、人探しの腕前ではかなわない。あなたがフラミンさんですね。ミンヒリアの知り合いです、ね。はい、そうです。ようやくお目にかかることができました。私もあなたを探していたのです。フラミンさん、どうかミンヒリアにと会っていただけないでしょうか。彼女は零細で生き別れになったあなたを探してみた。アシエンのことを知ってるってことですかね。アシってですね。まあ、ミンヒリアに、そうね、零細の後しばらく身を潜めていたから。でもよかった。私もミンヒリアに会おうと思っていたところ。それはよかった。しかしなぜこのようなところに？この花は彼女が好きだった香水の原料で、もうすぐ私たちの記念日があるの。その記念としてミンヒリアに、香水を渡そうと思って。記念日の贈り物に、しかしここは魔物の多い。花を摘み終わったようですが、一度ワインポートへ戻りましょう。じゃあ移転する前、ミンヒリア移転する前に、ですね、そのフラミンと再会するのを待ってるのかもしれないです。移転しちゃったら場所わかんなくなる。あ、本当だ。うん。そういう中なんですかね。種族が違います。これで砂の家に行くっていうのがあるんですね。お、もしかして自動移動。来たー
ああいや、良心的なシステムになってやる。いや、だったらもう2.0もそれにしてほしかったっすね。何回生かされたと思って。これだったら全然いいっすね。ミーヒリア、君の探し人を連れてきたよ。まさか、ラミン。アシリア。アシエンじゃなくて、アシリアっていう名前なんだ。ミーヒリア。なるほどね。本名じゃねえんだ。静岡は違いますね。アシリアっていうのはミーヒリアさんの本名なんです。うん。今まで一体どこにずっと探していたのよ。帝国に追われていてね、あなたに危害を及ばないよう各地を転々としながら身を潜っていた。しばらく帝国の動きは静かになってほっとしたわ。活躍は耳にしていたよ、アシリア。立派になったわね。本当に心配したんだから。もうすぐ私たちが出会った記念日。だからこれを私に来た。これはセレスの香水。私がこの香りを好きだと覚えていてくれたんだ。今はつけているのもね、冒険者がさ、ほら、わずかで釣りが出したの。だ。でも市販の香水じゃラミンの手作りは売らないから嬉しいよ。その香水の材料を集めていた時にこの方に魔物から救っていただいた。ひよこです。ありがとう、カズ。うん。どうやってるそれにこれ。これは猫目石。まだ持っててくれたんだ。何に使うの猫目石。あなたにちゃんと説明しなきゃね。このラミは私の育ての親。私はアラミゴの出身の。なるほど。はい。実の親じゃないけど育ての親と。反抵抗活動をしていた父に連れられて浦和を連れた時に事故で父を失ってね、異国で家族を失い途方に暮れていた私を引き取って育ててくれたのが彼女。なるほど。帝国と戦うのは父譲りの宿命ってわけか。ラミは私が独り立ちできるよう、採掘士の技術を教えてくれたの。その採掘で最初に見つけたのはこの猫目石ってわけ。チップの原石だったけどとても歴史かった。そんなのです。でもこの石はラミにプレゼントしたものよ。私が最初の一歩を歩み出すことができた。例としてね。だからこそあなたに持っていってほしい。真の平野に向かって新たに歩み出したあなたに。数年ぶりにあなたを見て改めて実感した。あなたはかつて私たちができなかったことを成し遂げようとしている。私の母としての役目を終わったのだ。シリア、あなたはもう立派に独立した女性よ。ラミン。私は愛する人は、ザルシンの予定、安らかに眠ることができるように祈りを続ける。あなたはあなたにしかできないことをやりなさい。ありがとう、お母さん。っていうのはキャラ作りやすいからいいっすよね、NPC。まあ、ミーリアとかの服とかなんか、オリジナル、完全にオリジナルですけど。ある日の暁の本部移転計画を進めましょう。ラミンが言っていたくれた通りだが、私たちは、中立の立場でエールダーを掲載し続ける。私たちにしかできないことをしましょう。そうと決めれば早速準備をしなくちゃね。各国に連絡を取らなきゃ。いえ、先に委員会に話を出しにしておかないと。
来たね。レブナンツトール。来た。本部を移転すると決めたら決めたでやることはいっぱいね。アルフィノが移転先として挙げていたモーズナのレブナンツトール。あの拠点の一新崩壊してキャンプがあるのを知っている。あそこには第7連載で崩壊する前まで、キャンプレブナンツトールという拠点があったわ。で、今のレブナンツトールを失われたキャンプの機能を取り戻すべく、冒険者ギルドは主体となってこう進めている集落。レブナンツトールを移転するとなれば、彼らとの協力対立は、必要不可欠。冒険者ギルド本部と話さなきゃいけないわ。そう思って手配しておいて。早いね。相変わらずやることは早いもん。きっと君はその気になってくれると思って、話をするなら早い方がいいだろう。話はある日の脳から伺っている。このレブナンツソウルを盛り上げていくため、良い話になることを期待している。大きなギルドの話は私の方で進めておく。ミーシア、君は賢人たちの他の人員への方針の説明と、換気機関の根回しをお願いしたい。わかった。君が嫌なのか。うん、いい話をしている。レブナンツソウルで冒険者ギルドの顔役をしている。スラフ・ボーンから君の噂は聞いているよ。これからレブナンツソウルを発展させていこう。よろしくな。さて、やることはいっぱいだけど、一つ一つ片付けていかんと。私たちが準備している間、あなたは少し休んでおいて、ラーミンを探すためランドシアまで足を運んでくれたんでしょう。それじゃあまた後でね。あと少しは休めたかしら。今しがたアルフィノから連絡あったの。航空があるらしいから、暁の間に来てくれるかしら。すぐ移動になるんですか？移動になるんであれば、だいぶ、あれかな、省略されてる可能性はありますね。もっといっぱいいろんなことさせられたような記憶あるけど。まあ、覚えてないですけど。ヤーもいてくれたよね。では、報告を始めようか。まずは私から。だいぶ昔の話ですね。ミヒア、冒険者ギルドの話し合いがついた。まあ、どうだったの？冒険者ギルドからの全面的な協力を得ることで合意したよ。彼が進めているレブナンツトールの拡張の一環に我々も参加する形でね。モーズナレブナンツトールに、我々の新たな、本部施設、石の家を建設する。うわぁ。これで右アの悩みを解消されるんで。タタルの膨れ面を見られなくなるのは少し残念だ。砂から石へか。いろいろと感慨深いものがあるわ。私はまだ残ります。とか言いそうです。私からも報告があります。先ほど裏から連絡あって、それで3都市の同意を得ることができたわ。正式に独立した中立の組織として、暁の決命を再発させることに。確かあれですね。ウリエンジは確かね、ここでなんかいろんなプラスのクエストを受ける担当だった記憶があるんですけど、どうだったかな。それは本当か。だからオーディンの話とかもなんかしてましたね。形だけ秘密結社だった暁はおしまい。これからは広く第三者が認める組織としての暁の決命になる。旧正使命や、12席委員会の延長ではない。新しい組織での、暁ってことか。私たちの活動が認められたってわけだ。ついに独立ですか。私たちはこれまで以上に大きな信頼を寄せられているってことだよ。これは先の晩神、帝国での戦いでのあなたの功績によるところは大きいわ。まあな。さあ本格的に忙しくなるわ。みんな頑張っていきましょう。
いや、この辺全然ボイスないです。レブナントソールは岩がいっぱいのところです。そろそろ採掘士の資格も取るべきですかね。であれば、あれですよ、右左に座ればいいんじゃない採掘士が。バタルのターンがここから始まる可能性あるのかな。スラフボーンさんに届けてくれるかしら。現地に行け。現地に行って、まだみんなが全員移動するまでは砂の家に戻ってきてちょうだいって言われる可能性がありますね。得意の森で覚醒するの全然違う話が出てきた。得意の森とか言って。後継者なんですか、連絡役のお仕事中に失礼します。ユーザーで緊急事態が発生したそうです。対応を協議したいと思うことで申し訳ないのです。地球砂の家まで戻ってきてくださいが、砂の家って言ってるわ。どうした悪い、また何か悪い知らせ。いやもう現地行ってちょうだいでいいんですけど。砂の家行ってからコピーの森行くっていう流れですか。内容までわからないが、緊急事態だと、そういうことなら受け入れ準備はこちらに任せてくれて。また後で落ち着いた時にお話ししよう。なので、自動ワープ。自動ワープで。スン。来た。スン。来てねー。うわー。なんで自動ワープじゃねえんだよ。くっそ。いや、やっぱりこれある、あるとは思ったんですよね。何回か砂の池家に行くから覚えてるんですよ。そんなに、そんなに出るとこに働かしちゃう。そんなに太ってんだからそんなに動けないって。うん。でも配信者でこんなブツブツ言ってるの俺ぐらいかもしれないですけど、ここのくだりに関してどうなんでしょう。ああ、よく戻ってきてくれた。先ほどグリアレの総勢島から連絡あって、どうやら新たな晩神が出現したらしい。新たな晩神。グリエンジ。グリアレに勢いを出す晩神といえば、イクサール族の信仰する晩神、ガルーダ、それに現れる同神、オーディン。しかし、今回のこの反応はそれらと違うもの。測定的な反応ではこれは、ラムーチャなんですか。第7レーサーや直前にこれに似た反応を感知したことがある。このタイミングで新たな晩神だなんて何かの意志が与えているとしか。いずれにせよ放ってはおけない。至急グリダには向かってくれるかしら。先に総者とのボルセル大佐、ガセのもとで、イダとパパリも現地へ向かわせましょう。相手は晩神、戦いになるかもしれない。光の戦士であるあなたが耐える。十分に気をつけて。ラムまだだって気がすんだけどな。あれですかね。やつですか。
まあちょっと楽しみにしてました。よくなるボス。バックス。来た。モーグリ族のクポロコップス。クポロコップ。はいはい。登場審査員。いや、カネ様ならさすがにボイスはあるか？どうでしょう。確か予算の調整かなんかで、ほとんどボイスを入れてなかった可能性あります。確か。初めてのバージョンアップでしたね。品質的だ。いるね、コロコップ。繊細なところがある。来てくれてありがとう。助けてほしいよと。このままで森で大戦争を起こっちゃうと。心落ち着かなさい。話が全然わからないよ。カネ姉様、説明お願い。急なお呼び立てに応じていただき感謝しております。暁の協力が必要な事象が起こったのです。ここにいるモーグリ族のクロコップは私どもの下に強報をもたらしてきました。それは全王モグルモグ12世の召喚。モグルモグ12世。全王モグルモグ12世。聞いたことあるかしら。モーグリ族の伝承に登場するモーグリ族の王様よ。これあれですね、申請の前でも確か出てた、だったかな確か。モーグリ族に語り継がれている伝説がある。その伝説には昔々モーグリ族は天界で暮らしていたと。でもいつの日か、神様がランチキ騒ぎをして、モーグリ族を、天界で暮らしにくくなったと。その時天界から糸を垂らして、モーグリ族を地上へ導いてくれたのがモグルモグ12世と言われている王様か。王様は糸を、支えて最後まで天界に残ったと言われている子。そして伝説の最後はこう締めくくられている子。モグたちが窮地に押し入った時、天界に残った王様は助けに来てくれる子。どうやら僕たちが呼ばれた理由は伝説だったそのモーグリ族の王様っていうのが本当に助けに来ちゃったことらしい。しかもとびき過激な王様なの。そう、モーグリ族に伝わる伝説。つまりおとぎ話に出てくるモーグリ族の王様がバーンチンと同じように召喚されてしまった。これは実在しない存在を、権限するという、意味で、バーン族の行うバーン神召喚と同じ現象を考えられます。神様としても咎めていたわけじゃないのに、クリスタルを授けてお祈りしちゃって出てきちゃうなんてもうめちゃくちゃだね。でもヤーンのおかげでイクサー族に呼び出したバーン神ガルダーバーさえ残留している帝国の静かになっている状態だ。まだ残ってるんですかね。帝国へまだ残ってるっぽいですね。バーン神と同じような現象とやモーグリ族が窮地に陥っているなんて話よ。それを短い期間に国有の森を家、ウザ全土を巻き込んだ大きな戦いが立て続けに起こった。渦中にあったあんたたちにとっては今落ち着いている状態と言えるでしょうけど、周りから見ればいつまた戦いが起こるかわからない。皆平穏に暮らしているかのように見えて怯えている。全をモグルモグ、12世を呼んだのはモーグリ家臣団と自称している連中らしい。モグリ族の彼らも私たちと同様、また、国有の森が戦場になることを恐れている。自分たちが窮地に追い込まれたと思うくらい。モーグリ家臣団も森を守りたいだけど、前からちょっと過激な奴らだったけど、王様が来てからどんどん過激になってる。彼らの目的はシール族の同じなんだね。自分たちは森を守りたいだけか。なるほど。しかし、その、王様がバーン神と同じ存在だとすると、モーグリ族のテンパードにされる可能性がある。
それだけは何としても避けなければなりません。このまま全王モグルモグ12世を放置すれば、モーグリ族全体のテンパーとかも懸念されます。戦火が森に広がる前にぜひ抑止をお願いしたいのです。うん。感謝いたします。全王モグルモグ12世についての作戦は、剣道、瞑想窟の、イスミアンが整えております。詳細は彼にお聞きください。まあそうですよね。申請出るまで、ボロに赤字だったっぽいですから。まあ、作り直したから、当店作り直したから、その分は赤字ですから。大赤字になって、そっから立て直したっていうんです。でも、確か 2.2 ぐらいからボイスが復活してたような記憶ありますね。これ 2.1 なんで、まだボイスはないですけど。そんなような感じだった。よく巻き返すの来たなと思いましたけど、絶対無理だろうと思ってましたね。はい。槍ですね。トルコ。近くですね。これか。いるね。あからさまに。こう。ちょっとでかいです。森を危機から守る俺たちの使命を邪魔するなら、幼馴染だって容赦しないクポ。やめるクポ。王様はクリスタルを食べて森を枯らしてしまうクポ。それがわからねえクポ。戦闘態勢。未だ人と仲良くしているなんて、モーグリ族の風上にも置けないクポ。森を荒らす帝国もそれを追い出せない人も知る族もみんな同じクポ。乱れた森の秩序を守るのは家臣団の使命クポ。邪魔するお前も敵だクポ。もうすぐ全王様の粛清が始まる。これ以上の邪魔は容赦しないクポ。急いで全王モグルモグ12世の粛清を止めなきゃクポ。茨の森の最深部まで護衛をよろしくポ。もしはぐれたらここで待ち合わせクポ。ちょっと待ちます。護衛。こっから護衛するんだ。これ割るって言うと。ついてきてねえじゃん。来てきて。頑張るクフォー。そっか。俺は絡まないけど、あいつは絡む。それにモブが出てきやがる。まっすぐ道なりに行けばいいんだ。とりあえず。空からもないです。さすが。来てる。会話いいかも。さらにも。
さすがに楽。強くてニューゲーム。あれ後ろにしれって言えば。頑張るか。さあ、こいつらからの。おー、いけ。2回ぐらいですね。店長、もう、ほい。うん、ついたよ。調べる。あ、オッケー。侵入地点って書いてあるんです。ここです。特別戦ですよ。確かに。戦なんで、あいつは8人だよな、特別戦って、よく考えたら。あれいけんのかな発展サポートいけなかったら、まあ、あれですね、普通に申請します。この先に全員を潜りまく自由性がいる。王様をやっつけて家臣団にお仕置きしてくる。うん、透滅戦ですね。えーっと、一応コンテンツサポート出てねえよ。出てないです。他のプレイヤーと他の、5区です。なるほど。なるほど。コンテンツサポートは全部に対応してるわけじゃねえんだ。コンテンツ戦に関しては、8人でやるとコンテンツ、あれですね、コンテンツ戦に関してはサポートしてないよって言って。ないですね。ないです。はい。どうしようかな。じゃあ、自分なんでいこうか。いや、もう全部潜るモグだったらタンクでいい気がするんだよ。シャキラねえの。はい。はい。じゃあ、頑張り。大きなテーマなのがいいっす。来やがったか。冒険者くせえやつら。全王様に粛清されちまいか。
金粉。芯が出るんです。いや、これあれっすね。敵にならないパターン。昔違うんだよな、このやつ。ついしたわ。さすがに楽ですね。この辺はほんと楽っすね、透明っす。癒しだな。2.1 早々癒しですね。大したことやってなくても MIP をもらえるタンク。王様と会したくて、すごい本当にありがとう。家臣団も罪を重ねないで済んだここ。よかったここ。僕は家臣団を説教してくる子。連中をこれにこいでおとなしくしてくるの。王様を倒したことの仲間の国パクに伝えてくる子。ラヤ王と一緒にキャンプトランキルに行く子。よろしく頼んだ子。いやー、ダメだ。噛むな。もう噛む名前ばっかだよ。はい。で、キャンプトランキル行きましょう。東部森林にいるのに南部森林に行かなきゃいけないんで。場所違うんじゃねえか。白魔同士。白魔同士でこうクエスト結構受けることになる。星間のある手引き。何々戻れよと。弦。
まずご苦労様でした。全を潜るもぐ自由にせよの快適いただけど、連絡を受けております。早速ですが、戦況を詳しく報告していただけますか？そのようなことが。やっぱりさ、その王様ってどう考えても万神だよ。神様じゃない万神って感じ？ややこしい。信じる心と強き願いがクリスタルの力を糧にして、見えぬ存在を具現化する。まさに万神証拠。問題はその神下ろしの方法を一体誰がモーグリ族に教えていたのかということを、アシエンとかですか？それってまさか、エウーザ各地に出没している仮面の男、混沌の種をまく存在、アシエン。そういえば家臣団が5年前に変築品の仮面の男から王様の呼び方を教わったって言ってたこと。なるほど。そう。やはり奴ら、アシエンを叩かないことには、万神の乱立を止められないのか。闇を根絶しない限り私たちと戦うべき万神はこの先も増え続ける。報告を受けたられました。依頼を解決していただいて感謝しております。そうじゃとも気を引き締めなければなりません。万神はね、ひよこしか戦えないですから。それはそうと、カメレさん。例の件は決めていただけましたか？もちろんです。レムナント層の暁、本部移転には必要な物資を、今回の俺も兼ねて支援させていただきます。ありがとうございます、カメレさん。これで砂の家へ待つミンヒラにもいい報告ができそうで、君からは直接話してあげてくれないかい？うん。ちょっと待って、行けって。飛ばねえ。もう、いっかずだな、この野郎。いやー、5回ぐらいは確保して、5回か、まあ、10回ぐらいは確保してたんで、そう。いやー、これまだ終わんねえな、多分な。万神も出てくる可能性あるもんね。好きなのと BGM です。失われし伝承とする。ウリエンじゃんの。ああ、そっか、ありで抜けんの。アリゼだとあれですね、バハムートですね。バハムートクリアしてるんで、会話変わるかもしれないですけど。旅立つあなたにこの言葉を送りましょう。歴史は記憶によってなる。翻っても人もなく、まあ確かに。記憶によらねば、白雪の、横闇に翻るがと、いずれは闇に溶けるさ。されど、薄雪の暗闇に変わらずあり。しかして、そうは人に、歴史に通る。何言ってるかさっぱりわかんないけど。奨励、お辞儀してますね。今日ばかりは思考会あなたの言葉で語りました。何を言ってんだよ。
キャー。おっと、今の姫はミーヒア。おっと、何が起きたんだ。倒れてるね。なんか誰か来たんですか、アシエンとか。大丈夫？おっと、超える力。持っていくものはこれで最後ね、ルイゾー様。少しの間、窮屈でしょうが我慢してくださいね。ああ、アシエンだ、やっぱり。杖を持ってかれたってことですか。それが賢人ルイゾーが持っていたという、名実、福島ティか。白い足。赤き亀。もし足。私の姿を認識できる。やはり超える力の持ち主なんだ。でもその白き衣は、人の伝承に伝わっていないのか。まあ私はこの世界に来たのも数千年ぶりだし。仕方あるまい。待ちたまえ。私は調停者だ。国王いい友とは違って、君たちと戦う意思はない。おい、アシエン・ラハブヤのこと。彼に痛手を負わせてくれたようだ。随分と悔しがっていた。だから奴らにとってはいい薬となっただろう。悔しかったってまさか、アシエン・ラハブヤはあの人を倒したんだ。深淵の司祭を知ると君たちだ。少しは我々のことを理解していると思ったが、我々は不死なる存在、人への憑依、闇のクリスタルを破壊したところでその存在が滅するものではない。不死身だから生き返ったと。そんな。タルさん。ミーヒデアさん、荷物を送る準備はできたです。そろそろ出発です。あ、見えてねえのか。見えてないですね、タタルさん。タタルさん、どうかしたですか？いやいや、そこは危ないから、ちょっともうちょいずれて、危ないから。いやいやいや、ミーヒデアさん、具合でも悪いですか？お疲れですか？このところ、引っ越しの準備で忙しかったですもんね。少し休憩するといいです。荷物は私が送っておくです。だったったった。まあ、本当に調停者だったっぽいですね。大丈夫だった。あのものになぜ私が見えないか不思議か。あのものは私という存在を認識していないから。認識ですって。いや、なんで右ヒレが倒れてたんですか？そう、肉体という空気、器を持たぬ我々人にとって不確かな存在。時には亡霊ごとき姿に、時には、影なき人の姿に、見るものによってそのあり方を変える。私のことは伝承に伝わっていないならなおさらな。君たち人にとって私は存在していないのだけど。なんてこと。しかし超える力を持つ者は違う。超える力はその壁すら超えることができる。わずかなきっかけがあれば我々の正しき姿を認識できる。超える力、この力一体。君たち人はその力の真なる能力を引き出してはいない。受け入れるのは超える力。いやー、この辺の話をこの頃からしてるってのがすごいな。受け入れですって。この時我々と君たちは目的が一つした同士となる。そうなればもはや争うこともないだろう。私は調停者。君たちと戦う医者。今日はそのことを伝えに来ただけで、いずれまた会う。待ちなさい。こういう力とかもアシエンとかの、あれ、話が徐々に明らかになってますから。結局やられてんね。やはりこういう力を持つものを取り込むことはできぬように、アーダーを考えたんだ。アーダーって何でしょう。この感じ、隠してみたの。説明する点は省けた。特に攻撃を受けたってわけではなさそうですね。どうやら私は殺すつもりはなかった。でももう大丈夫。
ミーヒラさん、大丈夫ですか？今の悲鳴は何ですか？あなたの隣にアシエンがいたのよ。めまいですか？立ちくらみですか？お疲れならぜひこのタタル特製役者を。ウリエンジェさんお願いがあります。委員会に連絡して、禁書の閲覧許可をもらって。私たちはもっと知る必要があるわ、アシエンを。彼らのこと。まさか先ほどの姫アシエンに。あ、そんなすんなり禁書を見れるんですね。ここに来る途中、何者かの気配が街の方へ。もしあれはアシエンでは？カーズ追って、黒き衣のアシエンから嫌な感じがする。タータル城、手伝いだと思います。バルデシオン委員会ってことはシャーレアンってことですね。シャーレアンに、この頃はもう、あれですか、行き来してたってことですかね、ミーヒーは。アシエン追跡になってるの、外に出りゃいいの？もう一人ぐらい常に、あれですか、護衛がいた方がいいんじゃねえのかよ。原人があんなにいいんだから。いつもやられてんだよ。右。ちょっとどこだよ、マジで。でもここになってますね。なんだか胸がドキドキするんです。怖いことなんてもう起こらないですよ。椅子の上に立ちながら何を言っとんねん。上にいたわ。来たか、冒険者。これ誰だ？これエリディウスかなこれ。ちょっとした思考用紙を。我がゲボたちを倒し、私を追ってくるがいい。君の力は本物かどうか見てくれたまえ。多分14やってる人は分かると思う。この、あれですよね。エリディウスですよね。おそらく。ラハブレアではないですけど。そこの侵入地点はどこなんだ？すげえ気になるところがある。地味に強いな。何回かするとこ。ウルサムガード。2回ぐらいあるそうです。ロイエ。最後でしょ。アシエン見ます。最後はアシエン。黒いアシエン。黒いアシエン、こんなあっさり倒せるもんだ。あくまで親玉的なやつ、ラハブレアとか親玉的なやつは強いけど、それ以外に関してはボブ扱い。でもまあ、不死だから生き返るんでしょ。せっかくの思考も君にとっては抑揚にもならなかった。だから本物のようだ。さすが深淵の死体に治療すべきだという、冒険者。君は威勢がいいな。彼女の過去を見たのだろ。私に戦う意志はない。勇敢な君の顔を拝みたかっただけだ。
ラハブレは国王の中では得意なもの、機械の加護を受けていたといえ、まさか我々を打ち破り人が存在するとは。ハイリンの光の人。しかし君は感じているだろう。ハイリンの干渉を減りつつあること。時期にハイリンは失われる。いや、本来の姿に戻るのだ。ハイリンだけではない。星も世界も人も、すべてあるべき姿に戻る。私は国王に戻るのとは違う。すべての断りのもとで正しき道へと導くだけだ。私は足エリリス。あ、やっぱエリリス。ここで名乗るんですね。はいはい。真なる神と人を紡ぐ調停者。いつかゆっくりと話をしよう。誰にも邪魔がされないところでゆっくりと。だいぶ先の話になるからね、忘れちゃいますけど。いやー、ここでエリリスやっぱ名乗ってますね。面白いですね。砂の家の右左に放る。ミリアさんがお待ちかねですよ。すんげえ手振ってたんだけど。いや、もう、石の家行こうぜ。この辺の下りはいいからさ。石の家、来た。やっと来たね。あと一つ、もう一個あるんだけど。オリエンジね。クス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 。クスクスクス。なんか、当たってますけど、顔が見えません。でかすぎて見えません。タタラ城が先行してレベルの通りに入っていますと。了解です。自動ワープす。聞こえる私はミーヒリア。そうそう、ウリエンチャさんとお話が終わったところだと思って連絡する。その家の最後の仕事、お疲れ様。あなたにはこれまで幾度となく、その家に来てもらったけど、これが最後なんで少し寂しいなんで、そうそう早速なんだけど、あなたに伝えたいことがあるんで、一度家に来てくれるかしら。心配しないで、テレフォンのエーテライトの利用料金くらいは支給すら来た。マジで支給してくれんだろう。いや、ちょっと待って。いや、違う違う。報酬はないんだから、くんねえじゃねえかよ。そう、詐欺にあった気分です。あれですね、普通にプレイすると、クエストやるために、あれですよ、どんどん金が溜まっていくような感じになっていくはずなんですけど、こっち、今の強くてニューゲームに関してはどんどん金が減っていく。だから、あれですね、レベリングとか他の、あれですね、ルエとかを一生懸命やってますよ、今。元を取るのために。あ、母さんもご到着です。受け入れ先の準備はもうすっかり整っているぞ。ちょうど今、建物の譲渡が完了したことを示す書類に、名刺のサインを入れてきてもらったのだ。砂の家に負けず劣らず、居心地のいい拠点になりそうです。ただ、勝手知ったら別パーベイと違って周りにいるのが知らない人ばかりっていうのはちょっと緊張してしまいますが、
何、ここまで集まっているんだものの多くは、新しい挑戦をしようと飛び出してきた冒険者だ。しがらみが少ない分、お前たちも付き合いやすい。現にお前はもう随分とこの町に馴染んでいるんじゃないか。ではでは、私もこの町で暁は問題なく活動できる、受け継ぎ上として奮闘したいと思います。さあ、カズちゃん。私たちは新たな拠点、石の家へ。ミーヒアさんも他の皆さんも首を長くしてお待ちですよ。オッケー。砂の家、さらば。もう、二度と行きたくねえぜ。リエンジェに会いに行くときは、砂の家行かないといけないでしょ。じゃあ、ちなみにこれ吉田です。これ吉田。14を知らない人。まあ、言っときましょう。16と14のプロデューサーの吉田です。テストとかね、本来いっぱい受けられるんですけど、バージンの極シリーズとかの戦い、基本的には吉田から受注している。もうすでにいいのかです。あ、ええ。みんな揃ったね。前より少し広くなったかな。2.1 終わりかな。どうだろう。今日からこの ECNA は私たちの暁の決命の本部よ。独立した我々は3都市の対等の立場となった。今後、暁は表立った組織として交渉、活動していく。政治のことは私に任せ、みんなはこれまでと同様に目的のために尽力してほしい。私たちの目的は変わりません。神々の愛されたし、このエレザーを救済すること、以前にも増してみんなで頑張っていきましょう。うん。おう。あなたに話しておくことがあるわ。アシエンのことよ。金賞来たかな。シセミヒル、あれからバルデーション委員会に繰り返し連絡していますが、やはり連絡つかないんだ。そんな本部にも。おかしいわ。友人に連絡をしてみます。ダメだ、リンクシェルに応じない。友人にも本部のどの部署には繋がらないだなんて。何かあったんだよ。あそこは強力な魔法将棋によって外界から閉ざされているの。いかなる存在であってもそうアシエによっても侵入できないはず。これ侵入できねえと思いますけどね。これも私たちの認識が及ばない存在の仕業だって。チームに経営にして確認を取ってもらいます。万が一に備えて本部へ向かった。アシエのことは別口で尋ねるしかないよね。ウリエンジさん。わかっています。シャーレや本国に連絡をしてみるとしましょう。彼らはどこまで協力してくれるかはわかりませんね。お願いします。あなたにアシエのことを伝えておきたの。私たちは彼らに対してどうするか。あなたが戦った黒き衣の、アシエン・ラハブレア、そして先に現れた白き衣のアシエン。彼らは複数存在している。そしてアシエンは不滅の存在。あなたがサンクレットを救うために倒しているラハブレアはこの世界が一時的に消されただけでその本体が消滅したわけではない。彼らはこの世界から完全に消滅させるためにただ闇のクリスタルを破壊するためではなく、根本的に方法を変えなくてはならない。アシエンの完全消滅、その方法を探るのが次の私たちの取り組む目標。すべてはユーザーの救済のために。先に根源した、
に権限した、全王モグルモグ人生。大きな反応を見せていて、クリスタルタワー。そして人の伝承にない黒く衣の橋へ。はいあんな。クリスタルタワーは、あれですね、アライアンスウェーブです。この時期に受けられます。ここ最近立て続けに起きている事象、事象は決して偶然か重なったのではない。このエルダを振りかかろうとしている大きな闇、それによって起こされた覚醒だと私は思っています。カーズ、この先また必ずあなたの力を必要になる。これからも協力をお願いできるかしら。ありがとう。何か話が進展したら伝えるわ。それまで冒険者としてあなたの腕を磨いておいて。あ、これでやっぱ 2.1 が終わる。磨いておいてってことはそうです。委員会本部に一体何が来る無事でいて。この後にボイスが入るかもしれないです。一方その頃が来る。一方その頃来た。例の冒険者に会ってきたそうですね。ナプリアですか。何か言う。別に用はないが、ただ俺たちが動く前に、調停者とのしゃしゃり出てくるとは驚きる。奴らは7度のアーダーを生き延び、また力をつけた。侮れんぞ。ナプリアレスっていつ出てきたっけ。全然覚えてね。いけすかねえ、やろうぞ。お前たちはお前たちが動けばいい。それがゾディアーク様の命令。私も私でやらねばならんことだ。お前たちとは異なる私に課せられた命を、遵守するため。そう、人を覚醒するため。オッケー。ここでアチームって取れるんですけど、やっぱ強くてニューゲームなんてわかんないです。暁の役目。カーズ、新しい暁の最初の仕事ボイスねえし。甘地な鉱山者からの調査依頼。なんでもここ最近同社が採掘した資源の消失事件が立て続け起こってるんじゃ、2.2 もボイスないかもしれないです。事件捜査に当たっていた、同火山の、報告によれば、内部の者の犯行による横流しの線を疑っているらしいが、本来は暁はそういった不祥事な調査には手を貸しません。でも気になることがあるんだよ。それは消失している資源がクリスタルに限られているということ。バンシンガランです。そう以前にも同じようなことがあったので、バンシーフリートを紹介するためにアマルジャがクリスタルを強奪していた。バンシーがクリスタルを食らうことで強くなる。この事件は決して見過ごすことはできない。用意したクリスタルとバーン族の関連線。私たちはその線を探る必要があります。サンクレとヤシトラは先行して現地に、調査に当たっている彼らとホライズンで合流してくれるかしら。西田ならに行かなきゃいけない。私は甘地な鉱山者に連絡を集めている。いや、砂の家から脱出したのに、またそっちに行く流れ。全然場所が違うじゃねえかよ。いや、自動ワープじゃねえしな。この住民と話してから行きましょうか。すぐ終わります。ちょうど石の家の感じ方で見てもらいます。またさ、ここに。今日もお疲れ様です。相変わらず椅子の上に乗っかってます。あの状態じゃないと本が見れない。タタラさんサイズの机を用意しといてあげればいいのに。ララフェル率は少ないんでしょうね。まあ、タタルとパパリモか。パパリモもいるんだったらやっぱララフェルサイズの椅子を用意しとけばいい。ララフェルを受付してるやつは大抵椅子の上に乗っかってますから。じゃあ行きましょう。話して。エビエンジさんの勧めで入ることになった。フラミンさん、おいます。
じゃあ、ホライズン行きましょう。捜査の進展についてではありますか？ということはあなたも安田殿ともにあの鉱山社の事件を調べているのではありますか？確かに最近採掘された資源が突然として、姿を消す事件を多発しているのであります。しかし犯人の手がかり、未ださっぱり。だったのでありますが、つい先ほどに罪を改めようとした直後キャリッチが検問を突破していったのであります。もしかしたら消えたクリスタルを運んでいたのかもしれません。キャリッチはそのまま東奈良方向へと逃走しましたが、現地の同伴団が、どうにか捕まえたとことであります。東奈良県はアマルジャが出没している地域。連中にクリスタルを引き渡しに持ってこいました。確かに話よ。それで結局キャリッチの罪が確認できたのかしら。おそらくは間もなく報告が届くはずです。待機しているのであります。残念ながらいい知らせは届かないぞ。いや、ある意味では良かったと言うべきかもしれない。なんかあなたどこへ行ってたの？こちらがお前たちがいてくれれば問題ないと踏んで、アマラジャ側の、動向を確かめ東の方へ。それでキャリッチの大取り物に、遭遇して、情報をいち早く持ち帰っていたということ。検問を突破したキャリッチに積まれていたのはクリスタルではなく、運金製の、ソムヌスコーだった。今回の事件とは無縁のただの密輸業者だったってこと。そうでありますと。ならば仕方ありません。クリスタル消失事件についてもう一度考え直してみるであります。うん。邪魔しちゃ悪いな。俺たちの向こうで話す。まさかの外れだった。さてと。急にボイスアップ。2.2 から喋るんだ。俺だ、サンクレットだ。伝えておきたいことがあってね。そんだけ？ええ、わかりました。何か動きがあれば連絡しましょう。それはそうとサンクレット。時折あなたを訪ねて女性の方がいらっしゃいます。いかに応じるべきでしょ誰でしょう。なるほど。無難にですか。なれば答えはレブナンツトールにありと伝えましょう。あなたの思い人、あるいは旧敵は北方にありと。よくわかんねえこと言ってます。己の過去に勝りし敵はなしと申します。夢夢お忘れなきように。それでは。どこにいるの？お、来たね。これは来たね。我々は東方のドマからやってきたものだ。どなたかこの国の王がどこにおわすか教えてはいただけぬか。わあ、懐かしいな。いや、来た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 。
いや、いいっすね。これやっぱ新キャラが結構いっぱい出てきて、面白いです。クリスタル消失事件。ああ、いいところに大変なことに気づいてしまったであります。落ち着いて一体どうしたという。警備体制は臨機応変に変えているにもかかわらず、前と警備の月を突かれ、事件が起きていたのであります。これは内部の情報を知らない限り不可能であります。なるほど。情報が漏れているのは確実なようだ。情報から察するに同伴内に、艦長を、紛れ込んでいると、間違いない。ならば、その艦長を、策定に取りましょう。偽の、採掘作業情報を流し、意図的に警備を尽くす。そうすれば犯人が寄ってくるはず。餌を撒いて釣り上げると。で、一体どんなうまい餌を撒く。私が鉱山下付けの採掘士に変装して、嘘の採掘作業を行う。相手も女の方が油断するでしょうから、3回立ち上がる物陰で潜んでいて。ご協力ありがとうございます。でしたら、サンライズ門の南にある、金河大地へと、通じる橋のたもとで受付でありますと。ならば、俺は南側に隠れる。川崎北側を頼む。地図に印をつけておくから後で確認してくれ。早速、ローズ連隊の皆に、警備体制での変更を連絡してくるであります。さあ、捕まるんですかね、犯人。準備は整ったな。よし、作戦開始だ。さてさて、一体どんな獲物が釣れるんだよ。棒ダッシュ。正体不明の棒ダッシュ。誰ですかね。何しちゃう。パッと見はわかんないです。ご苦労様、どうだった？なるほど。犯人はマルジャ族ではないの。こちらも片付いたね。連中が値がいい、ゼーボルフばかり。その無駄な口に硬いときともうんざり。ルガディンってことで。ゼーボルフばかり。無駄に多いルガ人族といえばもう、老縁があるでよ。ということは流れ物。さてね、どっから来たのかわからないが、それも揃って、顔に青い入れ墨を入れている。不気味な連中だったよ。顔に青い入れ墨。もしかして。知ってんの？連中に心当たりがあるわ。調べに行ってくれ。採掘姿の安田さん、いいっすね。これレアですね。それじゃあ俺たちは一旦ホライズに戻り、フフルパ君に、同肌の動きを聞いてみよう。じゃあ、向こうで待ってる。全にレアとな、安田さん。そうそう見られないです。つまり、パシャリすればいい。いやー、さすがにもういないっすね。絶対もう発行はもうしないだろう。ご苦労さんであります。危険な撮影のご協力感謝するであります。同肌の内部でも動きがありました。衛兵が一人行方をくらましたのであります。よし来た、同肌の艦長も連れたか。すぐその衛兵を追いかけよう。ところがその
襲撃犯の護送の作戦紛れて姿を消したので、どこに逃げたのやさっぱり申し訳ないのであります。せっかく釣れたのにバレちまったか、死刑隊永遠の訴状について。少し前に入隊した元冒険者のゼーウォルフでしたが、あまりの苦の通じた様子はなかったのであります。とにかくこの事件を自分でも調査してみるであります。となると俺はヤシトラが言っていた心当たりとやらに期待してみるか。ミリアかどうしたんだね。了解じゃ。ウリエンジからミリアの連絡あったそうだ。今度はベスターベイでも問題が発展してきたらしい。ベスパーベイってことか。まあ、こっから地形か。この件で俺たちの指示があったよ。いやいや、押しとした。人気の辛いところだね。岸の家に引っ越したんで、またこんなとこにいます。謎で仕方ない。E4 カードのライフにしよう。ベスパー結局行くんだ。結局行くのかよ、こう多分ね、みんな突っ込んでると思います、ね。非化線。当時の非化線はみんな突っ込んでます、ね。死の家に引っ越した。またかよ。坊ちゃんがいるっぽいね。ワープでいいじゃねえかよ。自動ワープ。ああ、そっか。そっか。ドアの件がありました。そうでした。そっか。さっきイベントがあった。ロイヤープロムナードへ向かい。じゃあ、じゃあ行きましょう。えーっと、14の中でもいいキャラが一人ですからね。どんどん。女性。こっから先は神聖なるウザー王宮だ。こっから先は通すわけにいく。そこをなんとかできないだろうか。この国の王に我々の話を聞いていただけでいいんだ。時間を取らせるつもりもない。なんで言わせようとも相乗が明らかにないのを通すわけにいかん。さあ、起きとるよ。確かに顔見せてないです。君たちはベスパーベイに上陸したという違法のためだな。燃えていたのは一体どうされたの王の上の越見を願いたのが2ペのなく断られたの。なんとしても、直談判の機会を得ないと。待ちたまえ、ここは大きい。一つにと騒ぎ立てると拘束される。私はある日のという、ウダ派の民ではないが、この国の権力者の顔を聞くものだ。これも何かね、私が受ければ話です。いや、私は彼女たちを連れ、一旦クイックサンドへ行く。君も後で来てくれるか。このキャラは完全にオリジナルですね。申請が出てからのオリジナルキャラ。というのもあれですね。パッと見た限り種族が違いますから。クイックサンド。その辺は、仮面を取った後に確認していただければいいかな。いつ外すかわかんないですけど。ここで外すかもしれない。我が名は夕霧。
我らは東州オサード小大陸の辺境都市ドマから海を越えて逃れてきた。来たね、夕霧さん。逃れてきた。あまり良い言い回しではないようだが。我らの故郷ドマはガレマール帝国の属州だった。無論望んでそうなったわけではない。少し前の話だ。帝国内で次期皇帝の座をめぐり内乱が勃発した。我らはそれを好機と考え反乱を起こしたのだが、そう敗れたのだ。私はドマにいた同族を隠れ里へ逃がした後、残った者たちを先導しエオルゼアへと落ち延びてきた。まさか。ああ、ご想像の通り。この世にはすでにドマという都市は存在せぬ。帝国による粛清により文字通り滅亡したのだ。まさに FF6 と同じです。もう FF6 はケフカにやられましたから。ではあなた方はこの国に難民の受け入れを求めているのか。そうだ。先ほどの港町ベスパーベイといったか。あの港の沖に商船に偽装した大型船を停泊させている。難民たちの多くは帝国への反乱に参加した者とその家族。我らはその代表として交渉に来たのだ。どうにかこの国の王あるいは権力者に談判できればと思いこのウルダハまでやってきたのだが、門前払いを食らっていたところだったのだ。違法の民がこぞって王宮に押しかければそうもなろう。だろうな。そこは浅はかだったよ。ドマを脱出してからというもの、ろくに食事も取れず、船の中には大勢の子供たちもいる。焦っていたのだ。それにここに来るまでの間、我らと同じような難民らしき群衆を見た。どうやらこの国もいろいろと複雑な事情らしい。そうだね、難民がいるんで、まあ、降りる場所も間違ってましたね。これがグリタニアだったらもっと話が変わってたかな。なるほど。事情は理解できた。我々にとってもガレマール帝国は敵だ。いつあなた方と同じような境遇に陥るとも限らない。どう考えても難民と同じ扱いをされると思います。ウルザハに関して。私が王宮に取り継いでみよう。結果までは保証できないが話くらいはできるはずだよ。それは本当か。任せてくれたまえ。こう見えてもお偉い方には顔が利くのでね。かたじけない。助かる。しかし夕霧殿、あなたは随分と変わった身なりをされている。それにこのエオルゼアでは見慣れぬ種族のようだね。この格好については無礼を許してほしい。姿形が異なる者が現れればいらぬ騒ぎを呼びかねない。そうした経験があるのでね。我らは助けを請う身。この地に不要な波風を立てたいわけではないのだ。なるほど。それは賢明な判断だろう。無礼だなどとんでもない。気にすることはないよ。理解と心遣いに感謝する。では私は早速ラウバーン局長に話をしてこよう。しばらくの間この方々の面倒を見てやってくれ。オッケー。
の店の店主なんかモーティーさん。うん。そう。優しいね、モーディーさん。場所が悪いね。こっちか。うん。近いって出していきましょう。難民扱いされる。まあ、難民で。転写ゲートができることは、まあ、あれですね、飯をあげることぐらい。それでも十分だと思います。国がどうにかしないといけないです。どうにか不滅隊のラーバン局長を通じて生の陛下に取り継いできて。では。ああ、一見をしてくださるそうだ。生陛下は相談役たる探し中も収集された。この国の権力者たちに談判できる。かたじけない恩に切る。よしてくれ。大したことじゃないよ。ただ先ほども言ったように結果にも出る責任を持ってない。何かしら力になってはやりたいんだ。心得ている。場を用意してくれていただけでありがたい。では、ロイヤルプログナームに向かうとしよう。ラーバン局長がお持ちだ。いや、この時期のサカッシュは期待できないですね。したね。多分ウルタパの登場人物はこの辺りでそろそろ出てくるかもしれないですね。中に入るっていうのです。あ、テージャーデージ、いました。ああ、無駄反面図。いますね、わずか。会談に応じていただき感謝いたす砂の女王。本来ならば東方ゆかりの品々を持参し礼を尽くすべきところ。しかし落ち人たる我らには富も時間もありません。無礼を承知で嘆願させていただきたい。我らドマの民をウルダ派に受け入れてくださらぬか。ウルダ派第17代国王ナナモールナモである。夕霧と言ったか。まずは楽にされよ。アルフィノより話は聞いている。何でもガレマール帝国の祖国を滅ぼされたというが。さようです、陛下。
帝国は現在次期皇帝争いを起とした内乱の渦中。内乱の影響は帝都はもちろん辺境にまで及んでおります。あれは近いから。我々ドマの民はその混乱に乗じ、ガレマール帝国からの独立戦争に挑んだものの敗北。従属か滅亡か、帝国は見せしめに我らの都を焼いたのです。貴公らはドマからの船で海を渡ったという。難民の数はいかほどだろうか。商船に偽装した大型船が1隻。その戦争には200を超える同胞が身を寄せ合っております。ただし我らもドマから逃れた船の1隻に過ぎませぬ。こちらで受け入れていただけるようなら、可能な限り同胞を呼び寄せたいと願っております。無論ただでなどと都合の良いことは思っておらぬ。我らを兵や働き手として使って構わない。どうであろう、サカツ州の方々。いい提案ではないか。第7零祭からこっち、復興やら開拓やらで人手が不足しているのは確かなのだ。彼はミラージュトラストの総帥テレジ・アデレジだ。ウルダハ金融界を牛耳っている男さ。いや、この映画前色シナリオ面白いと思うんです。面白くなってくると思います。異国の民だ。法の整備は必要になろうが、それを前提とした上でも受け入れを検討して良いのではないか。残念ながら賛成はできかねますな。来たロロリ。なぜです、ロロリト殿。現状を見よ。零細難民とアラミゴからの流民ですでにウルダホは溢れているではないか。しかもそのほとんどはすでに5年以上も居座ったままだ。不滅隊が打ち出した難民救済策により、難民に支払う援助金は増える一方、かつて黄金都市と呼ばれた面影もないほど国庫の状況は逼迫しておるではないか。とてもではないが、異国の民など受け入れる余裕はない。それに近頃は難民による犯罪も増えている。テレジ・アデレジ殿にも報告が上がっていよう。難民の多くは職を持てず悪事に手を染めている。今や不滅隊と同人団を回しても検挙しきれぬほどになっているのだ。同人だった。なるほど。はい。彼はロロリト、東アルデナード商会の会長で100億ギルの男と言われるほどの富豪だ。サカツ州における事実上の最高権力者だよ。うん。一番金持ってるんですね。100億ギルのすごいっすね。ララフェル。ロロリといくら財政が逼迫しているからとはいえ、夕霧の一段くらいの受け入れは可能なはず。犯罪に関してもきちんと法を引き直し。これは面白いことを申されますな、七も陛下。その法とやらいつになったら応答派から提示していただけるのです。アラミゴからの難民がザナラーンに集い何年になります。あの時も法だと言いながら結局は放置同然にリトルアラミゴを渡しただけではありませぬか。口が過ぎるぞ、ロロリト殿。しかし人は宝だぞ。将来的にこのウルダ派を強くする礎となるやもしれん。労働者としての受け入れを再度検討してみるのは。だからテレジ・アデレジ殿はぬるいと言われるのだ。人や金は国の柱だ。国の礎は堅固な統治に他ならない。今必要なのはウルダ派を強くする礎だ。風化した礎に柱を立てたところでウルダ派を強くすることなどできようか。
そういえばテレジ・アデレジ殿、最近はプラチナ・ミラージュも売り上げが振るわないようではないか。安い賃金で難民をこき使った結果、質まで落ちてきているのではないかね。双方落ち着かれよ。では採決を取りたい。ドマからの難民を受け入れるか否か。受け入れに賛成の者はこの場に残り、反対の者は退出していただきたい。すまぬ夕霧よ。この国では王の力などこの程度のものなのだ。王権は弱まり、今やサ州の合議なくして国は動かせぬ。わらわが不甲斐ないばかりに。いえ、七もウルナも陛下、ご検討いただいただけでもありがたき幸せ。しかしロロリとのやつめ腹立たしい。リトルアラミゴの現状は陸路による東方貿易を放棄した奴の責任もあるではないか。遥か遠方から必死の思いで来たのだ。何とかしてやりたいのだが。ようやくグランドカンパニーを軌道に乗せたというのに、この国は未だ一つになりきれてはおらん。共和派、いやロロリトが力を持ちすぎている。このままではいずれ。すまない、内輪の話だな。一旦外に出るとしよう。よし。観測できる場所。結局どうなるんですかね。別のところでかくまってもらうしかないっすよ。今。難民って、どうなの難民問題。エーテライト。ウルダは今、共和派の勢力が強すぎる状態だ。オート派は7の様をもってしてもあの通り、再度集ったところで結果は変わらんだろう。まさかドマ難民の受け入れは目標とされると。ウルダ派はユルザ一の経済大国だ。ここに断られるようで他の都市で嘆願したところで結果は同じだろう。で、ラーバーン局長の言う通り、今のウルダはオート派と共和派の均衡は大きく崩れている。我々はそこに足を踏み入れるべきではない。難民の中に子供がいるという話だったらあまり悠長にしている余裕はないか。私だ、アルヒノだ。例の件だ。
我らのために尽力していた感謝する。分かっていたつもりだが、やはり放浪の民は言うべき存在なのだ。しかし我らも戻る故郷はない。せめて一時の、宿でもあればよいのだが。これはよかった。忙しくすまなかった。では、後ほど。私たちの遊戯の、なんとかなりそう。どういうこと？今の方々はレムナンツトールを受け入れた。レムナンツトールを受け入れる。ゲルタに冒険者ギルドの折り合いがついてね。同地の拠点各地にまだ多くの人手が必要。ミーヒアに当たってもらいたいの。交渉がうまくいってる。ただし条件がある。レブナンツトールをでかくするのが条件と。レブナンツトール開拓団となり、彼らに協力する。それでよければ君たちの一団を受け入れることもございかがだろうか。この当時はレブナンツトールがまだ立派に育ってない頃だった。その辺の話が残ってる。なるほど、それは妙案だ。レブナンツトールはいずれの国にもそうさせて、政治的干渉も少ないし、今たちも完全に出来上がってます。つまり、ロルトのようなイヤからの影響も薄い。我らとしても援助しやすいというもの。我らを受け入れてくれるというか、もちろん、承諾させていただく。南の、誠意に心より感謝する。しかし、レブナンツトールは遠い。疲れ果てたドームの方々の移動には準備が必要だろう。裏の冒険者ギルドに協力を仰いだ方がいいと。私はこの足でクイックサンドへ向かう。いや、君も後で来てくれ。この足でそんな遠くねえし。なら我々は、同人団と不滅隊の一部を支援に回そう。有意義でも一緒に来てもらえるかな。キコーラの一団の、規模を今一度説明してほしい。そうです。ウーザーの冒険者ギルドの協力を取り付けた。移動の際には人手を回してくれる手はずになっている。モーディ女子も張り切っておいでだよ。でも難民の多くは未だ成長だ。レブナントの旅に備えてもらうためにひとまずはウルダーに案内し、休息を取ってもらおうと思う。その馬を伝えたところ、モーディ女子が、ウーザー滞在中の面倒を見てくれると言ってくれて、また心強い存在だよ。いや、さすがです。アルフィーナの守備はどうか。上々といったところでラーバン局長。ロマの方々の輸送はこのまま私が指揮を執る。それは助かる。しかしこのままで足が足らない。遊戯道の足では難民の数は200票。それに多くの積み荷があるという。これらの輸送にはそれ相応の輸送手段が必要だ。さてどうしたものか。ラーバン局長、それについては私に案がある。ローリトの息がかかっていない、対象互助会の連中に、キャレッジを回させよう。費用は私が持たせてもらうよ。厄介者を窮地に送ったとでも言っておくよ。ローリトのやつも文句は言うまい。それはいい。対象互助会に、我々からも連絡を、足をつけておく。現地の段取りは任せていい。ウーダ派の政治を担う者として、キコーラにも何もしてやることはできなかったから、せめて足くらいは用意させてもらいたい。で、働き口で困った時には私は訪ねてくる上、いくらかないと裏外食を用意しよう。何から何まで、片付けない。さあ、ユギーさんたちはこっちへ、ちょっとした手続きをお願いしたい。お茶でも飲みながら。この辺のテレジャーデージの構造がね、後々効いてくるんです。
さて、方針が決まったとなれば、講座あるので、君にはベスファーウェイを赴き、ドアの方々の出迎えを頼みたいのが構わないのかい？後々にね、ちょっとした出来事が起きます。ドマの子供たち。来たね。ビスパーベイに簡単に言う。いや、なんであそこにテレポがねえのか不思議で仕方ねえよ。ホライズンにテレポいらねえよ。2.1 になってから3回、4回ぐらいここ通ってますよ。いやー、相変わらずは、本当に数を数えたくなりますよ。了解です。トゥーン、トゥルーン、トゥルーン。鉱山、鉱尾。要素。隠れてる3人を探して、わー、隠れもしてんね。いやいや、もう余計なことやらせるね。一人発見。完全に隠れるんですよ。こんなとこに隠れてやる。一人います。抜いた。簡単だった。ドマの種、海が出す。健康した安全を確保して誰先だ。いや、もうめんどくせえ、飛んじゃいましょう、これ。下かなあ、そう。そっちか。こんなアーリマン系が出てくる。
珍しいですね、この辺で。で、魔物を退治してくれて助かったよ。これで無事にウルダーへ行くことができそうだ。この人たちは冒険者というんだ。はい、魔物を相手にしても、物落ちせんとは。いやいや、大した腕前だ。我々の故郷には冒険者という影はなくて、君たちの方の、ような模写がいれば、今ものはあったのかもしれない。いや、それは甘いか。カレマル帝国の反乱を起こしたのは、それに敗北したのはドマの民である我々自身だ。指導者の遊戯王は先の戦で多くの同胞を亡くした。それでもわしらを率いて最後まで戦ってくださった。果てはこの地にたどり着いてからわしらのために住みかや働き口まで探してくださってる。全くこの方に頭が上がらんわい。次は我々は立ち上がる番だ。今度は開拓団として。レブナントーラは活気があるところだと聞く。私たちどのために速力で、もっと賑わう集落にしてみせるよ。任せたぜ。画面に収まってね。兄ちゃん冒険者って言うんだ。なんで冒険者なの答えない。答えない。なんだ、教えてくれてもいいじゃんか。いいようだ、後で父ちゃんにキュン。次私、ねえねえ、兄ちゃん。レブナントールってどんなところなの答えない。レブナントール、石の家があると。石の家石でできたお家なのよくわかんないけど楽しそう。あんなのにね。今度俺の番、兄ちゃんってさ、すげえ強いけど、どうやって強くなったんだ訓練をして。レベル上げをして。訓練やっぱり訓練か。男児太郎の日々精進って父ちゃんも言ってたぞ。兄ちゃんはすげえな。ほらほらお前たち、そろそろ質問終わりだ。お兄さんも困ってるぞ。もっと話したいのに。ねえ、兄ちゃん、最後の教えて。俺たちも兄ちゃんみたいなかっこいい冒険者になれるかな。そこは選択肢ない。本当はやった。俺大きくなったら冒険者になるよ。私もお兄ちゃんみたいな冒険者になる。この、なんか、サブクエがあった気がします。そうだ、いいこと考えた。レブナントールについて俺たちでドマ冒険者隊を作ろうぜ。ドマ冒険者隊は悪者からドマの民を守る正義の集団なんだ。悪い奴らに天地を下すんだよ。敵に賛成、後で仲間を集めなくちゃ。さあ行こうか。君をウルダーまで乗っていくといい。ウルダハまで来てないじゃねえか。こっからウルダハに入れるか。誰に話すんだあ、このウルダークイックサンドでいける流れになってる。クイックサンド。
でレイブなんつって、新たな借り口。東方風のエータ装飾もしやお前が有義だ。冒険者ギルド本部から連絡を受けているぞ。ようこそレイブランストールへ、変のハルバルよく来てくれた。随分と苦労したと聞くかどうか安心してほしい。共に働こうというものがあれば一切出自はとは仲良くやっていこうじゃないか。さようはなあ有義。すでに事情を聞き及んでいるようなどうなんだみたい。我々を受け入れてくださり感謝の言葉もない。何世話になるお互い様だ。さあさあ、頭を上げてくれ。私たちは同じレイブランストール開拓団の一員なんだ。セラフボンドのありがとう。我ら友のためには誠心誠意、このレイブランストールのために尽力することを誓おう。いろいろと動いてくれたようだ。感謝するぞ、冒険者。よいしょ。はいはい。ホッパーボリューム1。東方でも紅茶は飲むのですか？皆さんが喜ぶものに私は考えないとです。お、ホーリーボール大事じゃん。ホーリーボールだ。イダンをいます。やっぱりダメだ。あれからバルディション委員会と連絡がつかない。本部はともかく友人と連絡が取れないことなんてこれまでなかった。フリーエンジンさんがサーリアン本国を通じて動いてくれてる。今はその報告を待つしかない。それはそうとドマの方々のためにいろいろと動いてくれたみたいね。アルディーノから報告は聞いています。ご苦労様。私たちは暁も彼らのために何かできないかと考え、各グランドカンパニーからの支援金の一部を寄付することにしました。万神万族に立ち向かう特殊な組織ですもの。簡単に働く口を用意することはできないけど、せめて彼らの生活を補助できればと思って。だから代表の方は私に挨拶で喜んで。いやー、第7世紀長いっすね。絶対です。ね、そう、それはよかった。こちらこそこれからよろしくお願いします。我々どもから逃れたものの一部に過ぎない。この先しばらくは流遊が続くだろう。で、このエルザに安住の地ができれば、知事になって逃亡殺を呼び寄せたいとも思っている。その話はアリーナから聞いています。私たちも可能限り協力する。彼らも人が増えて喜んでくれるはずよ。それでは私たちは失礼する。ゲルの手続きのために冒険者ギルド本部に戻らなくてはならないで。ミーヒアとの世話になった。後のことはスラフボーンに任せたる。これからもレブラントーのために共同している。
クリスタル消失なんてあったね。うん、そうだね。さあ、来ました。どうだ、足取りはつかめたか？ええ、思った通り犯人は海賊団海蛇の下の連中ね。海賊団とかリムサロミンサ系か。あっちの方がラムシアなんですか。やはりそうか。こっちに何か動きはあった？いや、静かなものさ。アマルジャ族は時折フリートを召喚しているが、溜め込んでいたクリスタルを使っているようだ。ウリエンジェからも目立った動きは報告されてない。決まりね。どういうこと？ここ最近頻発していたザナラーンのクリスタルの消失。当初はアマルジャ族に流れていると思っていたわ。でも実際には流れていた先は海の向こう、バイルブランド島だった。ラノシアに？確かにしばらくおとなしかったサハギン族がここに来て活発に動いているという情報があるけど、まさかバンシン・リヴァイアさんを召喚しようとしているの？来たね、リヴァイアさんだ。残念だけどその通り。先のアマジナ鉱山社の事件を追ううちに海賊の関連を匂わせる証拠を見つけたの。そこで私はリムサロミンサに行って調査をしていた。国家団の調査隊に同行した結果、サハギン族によるバンシン・リヴァイアさんの召喚は目前に迫っているとの結論に達したわ。そして奴らは不滅なるものという何かしらの力を手に入れている。このエーテルの乱れ、想像以上ね。やはり神下ろしの準備を。すべての準備は整った。我らが神を招き、ヒレナシどもを一掃する。ヒレナシ一掃する。そしてこの力を解き放って不滅なるものへと昇華し、あの方と同じ永遠なる時を手に入れる。我らの海を取り戻す時が来たのだ。うわっしゃー。何言ってんの？不滅なるもの。あの方、不滅なるものとは一体？アシエンかなんか絡んでるんですか？ここまでか。不滅なるもの、まさか。二人とも大丈夫？今あなたも見たのね。不滅なるもの、永遠の時、つまりは不死の存在。おそらく白き衣のアシエンエルディブスが言っていたことよ。だとしたらあのサハギン族は超える力を持っているというの？メルウィブ提督からバンシン・リヴァイアさん召喚の阻止、それに万が一の事態に備えて暁の力を借りたいと申し出があったわ。バンシン問題となれば断る理由はありません。リムサロミンサへ向かいましょう。私も行きます。タダルさん、
留守をお願いね。おいおい、本気かミンフィリア。どうしても確かめなくてはならないことがあるの。答えがあるのかもしれない。超える力の真なる能力の。仕方ない。俺も行こう。もしもの時には名手様は俺が守るさ。ありがとう、サンクレット。何か起きたようだな。ええ、エオルゼアを脅かしている旧敵万神が現れようとしているのよ。万神。私たち暁の血盟はその敵を排除するために動いている。この地を救済するためにね。ならば私も力を貸そう。皆には世話になっている。少しでも恩を返したい。幸い腕には少し自信がある。それは助かるわ。私たちには少しでも戦力が必要なの。それにあなたにとってもエオルゼアが抱える問題を知るいい機会になるかもしれないわね。おっと、ユーギーさんも来んのか。いや、これは楽しみですね。こんだけ新キャラ、あれですね。もう下りが長かった。二人の名詞。メルウィテールとこを訪れましょう。そんな下を見なくても。すいませんね、小さくて。来てくれたか。すでに話は聞いているな。サプサ産卵地に救うサハ人族がついに万神リバイスの召喚準備に入った。召喚に必要なクリスタルを保有していないと見ていたが、奴らのハイガン海賊団、海蛇の舌を使って、各地で略奪を繰り返し集め終えたらしい。我々国家団は万神リバイスの召喚を阻止すると大規模な作戦を展開する。に対は暁にもこの作戦に同行してもらいたい。可能な限り召喚前に阻止したいと思っているが、もしもの時に君たちの力を借りることによろしく頼む。しかし名手自ら前線に出るとはあまり危険ではないのか。危険は承知の上ですが、どうしても確かめたいことがあるんです。私の同行も許可していただけますか。こちら協力を要請している身、確保の上なら断ることはできないさ。ただし私と行動を共にしてもらおう。ついにサプサ産卵地に偵察隊を派遣してある。ほどなくサハリン族の動向がわかるだろう。まずは臨時隊作戦本部を置いた、キャンプスカルバレーの、ファルクブリダ、中高さんの状況を確認する。同地、我々と合流して偵察隊の報告を受けるのだ。スカルバレー。テールポートのちょっと西ですね。
海に散る一。海流なのか。いやー、しれっと使いが出やがる。ダメね、こっちにバーンズって言われる。さあ、なんかしここかなあ、終わってるんだ。これか。うん。これ。さらに。マイクフェイトがあるとです。しれってます。ダークフェイト。こんなやついるんだ。って倒してるんですか。しかも BGM 変わるんだ。なんで FF2 なんだ。いやー、まあさ、青だと何もくんないですよね。そう。つけてる状態じゃないとダメですよ。これでいいのかな。あの色の海賊じゃねえ。ルガディは、リムサロミサ出身ってことです。こんだけ。こういう力不滅があるのが、こんな感じっぽいです。すげえ怒ってるけど、二人殺されたから。このサーフ銀族のやつら、仲間の借りはいつか返す。状況は聞いた。偵察隊はほぼ壊滅したそうだ。奴らの神殺しに必死と見える。しかし生存者から多少の情報が入手できました。サフサ産卵地最深部のバンフエイテライトの周辺にサハリン族やテンパートが集まり始めているようです。いよいよか。至急手を打たねばなるまい。常に警戒が厳しくなったり、正面突破では引く手を阻まれる可能性が高いでしょう。ならば、隊を複数に分け、陽動しつつ潜り込むので、目標は産卵地最深部のバンプエイテライト、サハリン族の死体を撃ち、神殺しを阻止せよ。国家団はテンパードに乗った海賊どもを誘導する。奴らの動きを封じるため、海蛇のスケツへ向かえ。
あの辺りは、地形が入り組んでいる特殊陸戦隊を変更させつ、各隊を王城に展開しよう。同時に、国家戦隊が海洋で威嚇を行う。あれにぶちかまして奴らの気を引きつける。私たちは暁の決命も隊を分けてサハリン族を錯乱します。カーザナとはヤシトラと共にバーシンリバイさんの召喚阻止に向かって、メルユー提督がおっしゃっていた通り、周辺で大規模な陽動作戦が展開されます。サハリン族の警戒が薄くなったところ、少数による侵入を試みます。いわば侵入部隊で。サンクとそれに協力申し出てくれたユーギーさんは、サプサ産卵時の外にサハリン族を誘導し、侵入部隊の支援を。適当に巻いたら彼らに合流して。私はミリアと共にここから全体を指揮する。後ほど現地へ駆けつけよう。何としても神押しを阻止する。作戦開始。久しぶりに一緒に行動するね。すごい。だいぶ久しぶり。ちょっと前にあれました。そうか、採掘の時の件はそうすると別コードですね。この時点の別コードですね。ラノシアではまあ久々の感じでしょ。これでもう現地ではないまず。2.0 の時点じゃ、この辺来ないですもんね。2.2 になってやっとここに来る感じですけど。敵はそこそこ強いですからね。46。まあ言うて46。いる。違うんです。ほい。ほい。これで終わったな。なしと。襲ってきてるのテンパード化されてるってことか。民間人に国家団誘拐してテンパードにしたのね。そう。待たせたな。いや、強いね、ユミエさん。東方の戦闘術ってやつかい？やるじゃないか。なら俺も
お上品に戦うのはここまでだ。ほほ忍者の参加。バフエーテライトへ。遅れてすまない。散々迷惑をかけてきたんだ。たまにはかっこいいところを見せないとな。我らから海を奪ったヒレなしどもめ、証拠りもなく現れおったか。ヒレなしと。しかしその愚行も今日までよ。ヒレなし。貴様らヒレなしを撃滅する時が来たのだ。確かにヒレはないけど。今再び我らが水神様を招き、その水流によりヒレなしどもを押し流してくれる。うわっしゃー。神よ、我らが誓願を届けたまえ。御神よ、我らの祈願を叶えたまえ。御神よ、我らに慈悲を与えたまえ。何をする気だ。満足か万心をする。みんな音楽って言ってます。この感覚、まさか超える力。何？そうか、これが超える力を受け入れるということか。うっしゃ、これで我もあの方々と同じ存在に。ボンチこれ死ぬんか。死んだら不滅じゃねえ。死んどるやん。ああ、これなんか別のやつに乗り移るんだ。なるほど。これが不滅なのか。なんだと。よっしゃ無駄だ。我は
不滅なるものに昇華した。もはや止めることはできんぞ、ヒレナシども。別のやつに肉体を映り込んで生きるってことなのか。なるほどね。創世の湧水に生まれし青き神よ、起源にて汚れた大地を清めんとする意図高き神よ、今こそ我の肉体をよりしろに一族に救いよ。結局あれから生贄すんの。水人リヴァイアさんよ、来たりませ。クソったれ。全員戦う。無駄だと言っただろう、ヒレナシめ。あ、来ちゃった。リヴァイアさん。ひひ。これはトリダルウィーフ。万神リヴァイアさん。力が抜けて水神様に吸われている。我は不滅になったのではないのか。白き衣の者よ、これは一体。飲み込まれてるんじゃない？リヴァイアさん。バーシンには勝てないんですか？不滅なの。消えた。艦隊が壊滅したとはどういうことだ。リヴァイアさんがそちらに出現しただと。分かった。残存艦を編成して撤退しろ。構わん。餌は海賊どもにくれてやれ。海洋で陽動作戦に当たっていた国家艦隊が万神リヴァイアさんに襲われ大打撃を被ったらしい。リヴァイアさんは西ラノシア沖に移動した。なぜだ。なぜここではなく沖に出たんだ。まさか大海嘯を起こすつもりか。一旦戻る感じなのか。対策を考えないといけないよと。リヴァイアさん相当たくさん。このクエストで戦うことになりそうです。一旦リミソロインサに帰還。いや、別に3件と剣さばきなんて今はどうでもいい話です。もう早くリヴァイアさんをどうにかしないといけない。
西ラノシアの南北防波壁の先。あの辺りは以前ハーフストーンと呼ばれ、小さな入植地が存在していた。国家団が設立される数年前、万神リヴァイアさんが召喚されたことがあった。その時は回遊旅団が討伐に成功したのだ。零細直後に再召喚された際には、万神の放った大海嘯の影響でその入植地は全滅。土は剥ぎ取られ、岩だらけの不毛の土地と化した。それが今のサプサ産卵地と呼ばれている場所。そうだ。サハギン族は地形を作り変え、大規模な産卵地を作ろうとしている。流入していたクリスタル、テンパードの数から見るに、今回召喚された万神リヴァイアさんは先のものとは比較にならないくらい強力だ。本格的に力をつけたやつが大海嘯を使えば、ハーフストーンのような一地方だけではなく、リムサロミンサ全体が海に沈められかねない。何としても万神リヴァイアさんを討伐しなくてはならない。しかしメルイブ提督、どう対処します？海はリヴァイアさんの独壇場だ。第三艦隊の船だって近づく前に沈められたというではないですか。加えて砲撃も着弾前に撃ち落とされ、効果がないとの報告も受けている。何か撃つ手はないのか。唯一の討伐事例では異例におびき寄せて戦ったというが、となると元海遊旅団の人たちに話を聞いても有益な情報は得られないでしょうね。提督、言ってみろ、エインザル大公将。帰還した生存艦からの報告によれば、万神リヴァイアさんからの攻撃は水神の名のごとく大波、つまり水を操ったものだと言います。ならばその莫大な水属性の力を他の属性に変換して衝撃を和らげればいい。変属性クリスタルを用いた属性変換機構、魔法障壁発動機を船に乗せて身を守るってわけですな。あなたが万神ガルーダの暴風の壁を突破した時と同じ手法を取るというわけね。アルフィノからの報告書には目を通したわ。まあ古い知人の風来坊な破術師からの入れ知恵だがな。なるほど。確かに同じ機構を作るのであれば、シドでなくてもナルディコ&ビメリー社で作ることができるだろう。ただしあくまで対防御の策であった万神ガルーダの時とは状況が異なる。今回は対攻撃なのだ。万神が大型船を沈めるために繰り出す大波、それを変換しきるために必要な変属性クリスタルの量となると想像を絶するな。それだけ莫大な量のクリスタルを積んでまともに航行可能な大型船など国家団にもないぞ。かつてリムサロミンサで勢力を誇った海賊のキリヒゲは、奪った大量の財宝を運ぶために2隻の配線をつなぎ合わせた双胴船を作ったといいます。残った軍艦をつないで双胴船を再現、大型の属性変換機構を積載すれば、あるいはキリヒゲがそんなことを。さすがに詳しいな、エインザル大公将。ともかく戦艦で急増の双胴船を牽引、目標の目前で切り離し万神リヴァイアさんにぶつける。奴に取り付くことさえできれば勝機はあるはずです。無論発案者であるからには危険な牽引船の指揮は自分が取らせてもらいますよ。お前たち
そうだな。その作戦しかあるまい。レイナーか、私だ。モラビー湾に残った軍艦をかき集めろ。そうだ、生きている艦を優先して回す。修理は後に回して構わん。エインザル・スラフィルシン対抗将、本作戦の指揮をお前に任せる。地球総動船の製造にかかれ。はっ。リムサロミンサの未来は気候にかかっている。頼んだぞ、光の戦士よ。うん。将来もんなんですなぜか有意義なの。同じこと言ってる。リヴァイアさん、あのような芸が、存在するとは。東方にも神はいる。かつて呼び下ろしたと伝わるが、まさかこの、見ることになろうとは。ガルマル帝国が計画するのを名付ける。何事か。失礼しました。至急提督にお伝えする案件がございます。なんだ。イエロージャケットから報告によりますと、晩神リヴァイアさんを討伐したと、自慢げに回っている夫がいるらしいんです。なんか聞いたことあるな。タコタンのことじゃねえな。晩神リヴァイアさん、その、元海遊領団なのか。いえ、そこまでは。現在別部隊の者を現地に向かわせ、事情聴取をしているところです。どうにも、眉唾者の話だが、いや、この状況では可能性があるなら取ってみるか。いや、タコタンじゃねえだろ。冒険者と万が一その情報が真だった場合、晩神リヴァイアさん討伐の手になるかもしれん。総動船の、偽装には今しばらく、時間を要する。その間で現地の、と合流し、話を聞いてもらえるだろうか。その音が定一ラウンジのグレイフート風車軍にいると。やっぱそうじゃん。当たってるよ。冒険者のよろしくお願いします。タコタンじゃねえ完全なるタコタン。ヤシトラがもう首をかしげてたの。そういうトイレ行って。では行きましょう。タコ。いや、絶対まともな情報聞けねえから。行く必要性が全く持ってないんですけどね。100% タコタンですよ。リヴァイアさんの名前間違えんじゃねえの。風車軍
んな場所が全く一緒っすね。いや、ここのネタをもう一回持ってくるってのはさすがです。でででーん。でででーん。でーん。トラファトゥー。まあ、歌ってるよ、タコタンとか言ってるし、おいおいよ、タコタン。いや、リヴァイアさんだっつってんのになんでタコタンで歌って。だから、万神討伐の話を聞きたかったら、風車に荷物を運べって言っただろ。しかし先ほどオレンジの木を手に入れたら話を聞かせてくれると。同じことやってる。前回。ああ、これだから素人。俺様っては仕事を任されてもう3日も寝てないわけ。わかる？ 3 日よ、3日。もうそこまで頼まれちゃ仕方ねえな。どうしても聞きたいっていうのは万神の話をしてやるぜ。あれだろ、強敵懐かしいな。万神リヴァイアちゃんリヴァイアちゃんだろいや、あいつも強かったわ、タコタン。タイタンを余裕で倒した俺様でちょびっとだけ冷や汗かいたもんな。海を操るリヴァイアちゃんのなんかやべえ波。すごくて、すげえ臭くてその闇、やべえ泡。でもそれを三枚おろしにして食べちゃったのは元海遊旅団の俺様。お前らリヴァイアちゃんだって呼んでっけど、俺ともなるとリヴァイアって呼び捨てだから。だって、さあ、俺の方が強いもんだ。二度見した。ああ、お前は、すいませんでしたこっからに頼まれて、ちょっといい気になっただけなんです。はい、すいません。もちろん、もっと海遊旅団じゃないし、リヴァイアちゃんの倒すなんて持ってのかす。引っ込んで小麦巻いて呼んでます。許して。飽きなかった、今回は。でもよ、リヴァイちゃんの討伐を見たってのは本当なんだよ。あれは6回目の転職の時、船にパンを積み込むだけの簡単なお仕事に飽きた俺は、道端でサボってたんだけど、見ちゃったわけ。東洋沖でたくさんの戦艦が巨大な蛇みたいなのに向かって沈んでいくのよ。それがリヴァイちゃんだった。俺怖くていろいろびちょびちょになってよ。リヴァイちゃんの話に釣られてきたってことは、お前あいつを倒しに行くんだ。だとしたら注意しろ。あいつやべえ。マジでやべえから。この野郎、散々働かせといて。それは私は右や。バーシンリヴァイアさんの情報をつかめたかしら。何リヴァイアちゃんそう、報告してんのそう、偽の情報だったね。少しのあったの役に立てばよかった。残念だ。こちら、創造戦の準備ができたところで、モラビ、造船月ね、合流できるかしら待ってるわね。モラビで実習なのか。あ、おいおいよ、タコタン。じゃあ、モラビしよう。多分リヴァイアさんが一番強いんじゃないかな。安心ね。まあ、タコタンも強いですけど。タコタンとリヴァイアさんは厄介ですね。もう一度、あれ、落とされたりしたら、復活できないですからね。他に関して落ちるっていうのはないですね。そう考えるとやっぱリヴァイアさんと、タイタンに関しては別格でまあないんだったけど。とはいえね、今はね、ゴリ押しでね、余裕で倒しちゃうんで、まあ大丈夫。死なないように頑張ります。まあ極じゃねえから、もうそんな焦る必要ないと思う。決戦にミサ起き。
でもいい顔つきだ。さすが光の戦士か。こちらも創造船の準備が整った。何せ寄贈したものだ。外見は不格好だが気にするな。現地まで私は軍艦で牽引する。創造船には、バンシンリバイアさんの攻撃を打ち消す。魔法壁、衝撃発動機とそれを機能させるための、連続性クリスタルを適載してある。ピアスとの戦闘中も使うことがあるかもしれん。お使いには十分に気をつけてくれ。サーギン族とテンパードたちの反撃が予想されます。3桁やしたら、国家団の陽動作戦に協力してください。その陽動作戦は私の行う。敵の注意を引くのはこちらの数は多い方がいい。感謝する。では、暁の一を、第三陸戦隊、遊戯との第五陸戦隊に合流してくれ。決戦の場合、会場だ。十二分に気をつけてほしい。君ばかり危険な目に遭わせてすまないと思っている。イムサの密の頼んだぞ。相手は討伐記録が一度しかない強敵。どうか気をつけて。光の戦士にクリスタルの顔を。討伐記録があるのがすごいですね。非化戦じゃねえ。OK。新リバヤス。行こっか。まあ、ナイトで行くと。新リバイアさん、透滅で行きましょう。これとラムーとシバですね。おいおい出てくると思います。まあ、8人でやる新バルーダとか、タイタンとか、ミートとかは、サークエストでおそらく受けれるのかな。うん。だったと思います。まあ、オーディンもサブ系だったと思います。オーディンもサブ。それ以上はいないぞ。全員です。まあ、シーンとは別に、シーンをクリアすると、僕が受けられる。で、まあ、才能。まあ、僕だと、一定の確率で、マウントを手に入れることができますと。マウントが手に入れることができるんで、まあ、みんなやってるっていう感じですね。あと、武器も、光る武器も手に入れます。よくてニューゲームが実装された場合で、この辺をやってる人も結構いるんですかね。来たね。BGM かっこいいんですね。
全然 BGM 聞けないですね、まともに。今となっちゃこんなもんですね。よし。戻ればいい。で、もうまた報告して、2.2 が終わるっていう感じですね。そこまでは言っときたいですね。うん、そこまで続ければいい。万神リヴァイアさんの討伐ご苦労だった。貴公のおかげで大海嘯を未然に防ぐことができたぞ。万神タイタンに引き続きまたも助けられたな。まったく大したものだよ。冒険者にしておくのは惜しいくらいだ。リムサロミンサの代表として礼を言う。感謝するぞ。しかしあのような戦術があったとはな。国家艦隊の編成を今一度見直すべきかもしれん。どこかの切りひげに妙に詳しい男のおかげだな。万神と言ったか。エオルゼアの民がまさかあのように強大な魔物と戦っているとは思いもよらなかった。そしてそれを討伐せし冒険者の力、実に見事だった。ドマの難民である自分に協力できることは少ないが、この地に我らの戦闘術を伝授したいと思う。少しばかり癖のある戦い方だが、エオルゼアに生きる冒険者にならきっと使いこなせるだろう。それはありがたい申し出だ。この先の戦いできっと役に立つだろう。それに癖のある戦い方といったがあれに近い戦闘術を持つ者たちを知っている。そうであろう、サンクレット殿。盗賊出身だもんね、サンクレット。やれやれ、提督殿は何でもお見通しのようだ。このリムサロミンサにはこれまで表に出てはいない地下組織がある。カイトの暗部で活躍している組織でね。そこに伝わる戦い方に君の技は似ているのさ。うまく融合できれば新しい戦闘術になるかもしれない。貴殿の戦いぶり、私も共通点を感じていたのだ。なるほど、面白い戦闘術になるかもしれないな。しかし直前まで見せていた技とは違うようだが。それはだな、いろいろと理由があるんだよ。実はね、サンクレットは昔この町でコソ泥をやっていたのよ。バラしてその時のつながりでここの地下組織とも縁があるってわけ。僕バラしてる。待て、ヤシトラ。その後、師であるルイゾワ様に拾われて無事に更生。コソ泥から足を洗ってウルナハで剣術を身につけてるのね。ああ、ミンフィリアまで。
本性を隠していたってわけか。面白い男だな、サンクレット殿は。聞けば貴公は東方からエオルゼアに逃れてきたらしいな。今はレブナンツトールの開拓団に加わっているとか。リムサ・ロミンサはさまざまな問題を抱え、貴公らを受け入れることはできない状態だ。しかし物資を送ることはできる。今回の礼も兼ねてレブナンツトールに支援させていただこう。ありがとうございます、メルビブ提督。準備に時間がかかるやもしれませんが、きっと我々の戦闘術を根付かせてみせましょう。ボイス多いっすね。話とは何だ？今回の件、またあの時と同じね。コボルト族もサハギン族も万神を召喚したのはバイルブランド島をめぐり人と争うからよ。自分たちの居場所を得るために。今回はサハギン族がリムサ・ロミースの民から領土を奪おうとした。だけど問題の本質はどちらも同じだわ。ああ、分かっているとも。万神問題は人が引き起こしている問題でもあろう。お前の言う通り、奴らは産卵地を得るという目的のため、まさに生きるために戦い、土地を得ようとしている。しかし人もまた生き残るために精一杯なのだ。コボルド族とサハギン族のどちらに負けるわけにもいかん。生き残るために殺し合う。生きることが正義というなら、全ての民に正義はある。ならば一体誰が悪だというのかしらね。これを主がと言われればそれまでかもしれん。だが今はそれが正義と信じるしかない。何が正しいのかわからないのなら、自分たちの正義を信じればいい。いえ、信じるしかないのね。自分たちの行いこそが正義と信じる。人は世界中どこでも同じなのだな。人は自分の行いに意味を持たねば生きていくことはできない。そういう観点では帝国もドマも同じかもしれないな。今やエオルゼアは混沌の稼働、その中心だ。だからこそ人は荒れ狂う波間の中で航路を開くために争う。たとえその行いが他者の正義とぶつかったとしてもな。自分が生きていくための行い、自分の居場所を見つけるための争い、自分を存在させるための正義。やっぱりこの頃エルザム結構いろんな問題があってネタ盛りだくさんで、まああれですよね、いろいろシナリオ作れそうような感じですね。まあその問題一個一個解決してってっていう感じですか。まあ、気がついたらもう今はあれですね。一つの物語がやっと終わったっていう流れですか。
まあ強くてニューゲームでそこまでやっても結構なボリュームありますから。どれぐらいかかるかな。まあちょっとのんびりやります。目先はあれですね、やっぱりイッシュガルドにとりあえず目標にして、まあそれ以降の16やって、あれですね、16をやって、まあそれ以降はかなり不定期でやることになると思います。他のゲームでやると。なるほどね。わざわざ俺たちを呼び出すのはそういうことかい。3ヶ月は水臭いでたまには顔出してくれねえ。遊戯。この契約、ただものじゃない。あんたが逃亡のためか。遊戯という、よろしく頼む。地下組織というからには汚れ仕事を担う隠密と想像していたのは、案外に、高い、まあ俺たちは義足で売ってるからね。ここは海賊のが牛耳る町だ。汚れ仕事こそ表の奴らにやらせておけばいい。裏の俺たちには俺たちにしかできない仕事だから、そういうことさ。なるほど。我らの戦闘術は影と共に生きる者たちのために編み出されたもの。その過程は同じなのかもしれない。分かったならそろそろ、懐の獲物をしまってくれよ。遊戯とか言ったな。今日は俺たちの仲間だ。今日から俺たちの仲間だ。歓迎するぜ。ヤンド、私は彼らと子供との新婚者たちの遊戯を学んでいるつもりだ。しばらく遊戯学校にいるってことか。しばらく彼らのそのミサで基礎を彼としよう。そのためには後ほど私から連絡を入れておく必要、心配する必要はない。ヒデには何から何まで世話になった感謝の言葉もない。いつか我が、東方の戦闘術を広める時は来るかもしれない。その時は綺麗にその技を伝えることで礼させてくれ。混沌の稼働。これは無駄派の話ですか。あ、でも多分これであれだろうね。2.2 が終わる感じです。エピソード的にウルダ派の話が出てくるんですね。写真が出てた。あれはページアデレシですか。ちょっと怪しい顔をしてましたけど、さあ、どうなりましょうか。ラーミンさんって手を出してます。パパも過保すぎだよ。ああ、ヨウザンだ。子供があそこで遊んでるから注意して。子供とララヘル同じサイズです。少しいいかしら。あなたに聞いておいてほしいことがあるの。リムサロミサに行ってからずっと考えていたことがある超える力ですね。わ。万神リヴァイアさんが召喚される際、あの長老と思われるサハギン族は超える力を行使した。そして超える力を受け入れたことで一時的にとはいえ確かに不死となった。古い伝承には霊祭のたびに転生して生まれ変わり
困難に立ち向かう魂があるというわ。私はこの伝承にある転生する魂こそが超える力の正体なんじゃないか、そんな風に考えています。今回の一件でますますその思いは強くなったわ。次々と肉体を入れ替える魂だけの存在、まるで任意に転生を繰り返しているようなものだもの。この伝承が真実とするならば、超える力の真実にもたどり着けるかもしれない。超える力の能力は言葉、心、時間などの壁を越え相手を見ることができるというもの。これまであなたが体験したように立ちふさがる精神の壁を越えることができる能力ね。では伝承による転生とは何なのかしら。例えばそれが今回サハギン族が見せたような肉体への転移を指していたとしたら、つまり超える力の最大の能力が肉体の壁を越え魂だけの存在になることなのだとしたら、アシエン・エルディブスが言っていた通り不死の存在となるかもしれない。でもアシエンと同じ不滅なるものとなったはずのサハギン族は、万神リヴァイアさんが権限する際のエーテル消耗によって万神に吸収されてしまった。そう、不滅なるものは決して不死ではない。ここにアシエン消滅の手がかりがあるはずよ。超える力の能力とアシエン消滅の方法、私は引き続きウリエンジェさんとこの件を追ってみます。魂みたいになってる時は、消滅させる、チャンスってことです。あら、ウリエンジェさん、ちょうどいいところに。どうかしたの？大変です、ミンフィリア。連絡が途絶えたバルデシオン委員会をシャーレアン本国を経由して調査していたのですが発音がいいな、シャーレ。何があったの？委員会の本部があるバル島が海洋から完全に消滅しているとの報告がありました。消滅している。そんな消滅ですって。シャーレアン本国の記録によると、大規模な魔法波が観測されたようです。おそらく古代魔法アルテマ級の魔法攻撃を受け、瞬時に消滅したのではないかと。何が起きたというの？では本日の定例会合は終わるとしよう。皆ご苦労だった。ミンフィリアが金賞を取りに行こうっていう話は、バル島の方のバルデション委員会のことで。シャーレア本国では違うではないってことですね。金賞はないってことですね。旦那様に指示された準備は整いました。しかしこのようなこと、一体何をするおつもりなのです？戦争だよ。なるほど。デイジャー戦争こそとしてるのか。まだ新しくなってるんだと思うんだよな。どうしよっか。受注だけしとくか。次どこに行くかわかんないですよね。バルデシュ委員会ホームの消滅か。一体何が起きたのかしら。
やはり考え込んでいてもダメね。そちらの調査を売りにしたのに任せて、私たちのできることを進みましょう。実は少し気になっていることがあるの。バンシン・リヴァイさんのその討伐を前後して、国営の森で不自然なエーテルの揺らぎが観測されたそう。国営の森で根源した全王モグルモグル12世は、ね、あなたが倒しているけど、それで全ては解決したわけじゃない。今回観測されたエーテルの揺らぎもバンシンの召喚に関わっている可能性がある。そこであなたも国営の森の調査に。失礼するね。お安心にごめんなさいよ。ラミン。ラミンどうしたの？あなたに急ぎの用事よ。今しがた暁の決命に用があるという方がいらして、とにかく名士に会わせてほしいと、上の坂は、ヘブンスヘブンで騒いでいるの。私、おかしいわね。面会の予定は入っていないはずよ。約束はないみたい。いつもはそういう人を追い払っていたけど、その切迫した様子だったから気になって。わかりました。ひとまず上で話を聞いています。母さん、あなたも同席してくれるかしら。町だし、危険はないと思うけど。頼む。これは、誰が出てたの？サイクスの勉強してるんだ。ついに。これか。難民風の訪問誌。お待たせしました。暁の決命にご用だそうですね。もしあんたが名士さんか。お願いだ。もうあんたしか頼る相手がいない。どうか俺たちを助けてくれ。ちょっと待ってくれ。落ち着いて説明してください。あんたは一体。難民を追い出されたってことですかね。俺たちは第7零歳で故郷を失った難民、いわゆる、零歳難民ってやつだ。財産と呼べるものは何もない。家族をつけて、命から裏に忍び、なんとか仕事を見つけようとしてきた。だからあの町では家畜同然に扱われるばかりで、まっとうな仕事なんてつけやしない。国からの支援も僕に、行き届いていないんだ。こんな生活ひどくすぎる。周りは第7零歳を過去のものにしていくの。俺たちいつまでも刻む。なんか、16も難民っぽいのが出てくるような、あれですね。映像が出てましたね。難民好きなのかな。そんな時、暁の決命の組織はウルダーに見捨てられたドマ難民を助けた時だ。まあ、前広さんはあれですよね。タクティクス出身なんで、まあ、タクティクスでも難民絡み出てましたね。その辺のなんか引き継いでいるような気がします。あなたたちは困っている民の味方なんだ。違法の民を受けてエルザの民を断る理由はないです。お願いだ。俺たちのことを助けて。確かに私たち、暁の決命エルザの掲載を掲げて活動しています。それでも、限度はあるの。ノア難民は人数が限られていたから、レブナンストールに迎え入れることができた。でも、零細難民は一つの町に収まる規模じゃない。エルザ全土で起きている難民問題を私たちだけで解決することはできない。そんな民を手を貸してくれ。国も神もみんな俺たちに見しちまったんだ。ミーヒラさん。何かあったの？これはウルナーで難民暴動が起きたらしいんです。現地に居合わせたアルフィーノさんが暴動に巻き込まれて怪我をしたと示したいから。なんですって？アルフィーノは大丈夫なの？幸い大きな怪我はないです。手当てを受けているらしいけど、心配です。暴動。ついに誰かやりやがった。いつまでの対策を立てないウルダー聖地にみんな不満が溜まってたの。俺だってここに来てなきゃ武器を取ったかもしれない。この通りだ、助けてくれ。あんたたちは確か英雄がついてるんだろ。力があるっていうのは俺たちを見殺しにするのか。ミーヒアさん。ひとまずウルダーの情報について確認します。無益な戦いで犠牲者が出ることだけは絶対に防がないと。行動の原因が分かればウルダー聖地は各国に解決の時に働きかけができるでしょう。それが今の私たちにできる精一杯。暁だけであなたたちを救うとは断言できないのでどうか理解して。
分かったよ、納得しきれたわけじゃないか。あんたたちを責めても仕方ないから。アルフィの怪我は大したこともないのはいいけど、ひとまずウルダーの現地調査をお願いできるかしら。暴動となれば暁を包めるのではないけど気になるの。ありがとう。先ほどの国威の胸に異変については、イラとババリの力を借りて、もう少しここらで、調査を進めておく。アルヒナさんはクイックサードにいるようです。怪我の具合が分かるのとはすごく心配です。ウルダーに着いたら、訪ねてほしいと。いや、こっから面白くなってきます。あれなんかいる。なんかいるし。いや、ひよこさん。いや、いつの間にいたんだ。終わらせようと思ったんですね。でもこれからしばらくウルダ派の長い話長い話を思いますけどウルダ派のアルヒノと話すじゃあ、とりあえず坊ちゃんを救うところからです。クイックサンド。こっちはこの方がいい。飛べばよかったね。まあ、いっか。上におったのある日の心配ないさ。大した傷じゃない。まったくタタルは大げさだな。ひよこの顔。来た。いやし。この辺結構ボイスが多くて面白いな。先ほどちょっとした暴動があってね。それに巻き込まれたのさ。このところウルダ派では不穏な空気が流れている。まあね、2.3 に入ったとこかな、多分ね。さっきリヴァイアさんと戦って勝ったと。もともとウルダ派は交易都市だけあって豪商が幅を利かせる貧富の差が激しい国だ。エオルゼア一豊かな都市と言われる裏で金が飛び交う権力争いが絶えない。そう、金さえあれば政治すら動かせる国なのさ。そこにアラミゴからの戦災難民や第7零災以降は零災難民が押し寄せてきた。権力者、特に豪商たちサカツ州にしてみれば金を持たない厄介者を抱え込んだ状態だったろう。そして王党派のラウバーン局長が率いる不滅隊は治安維持と戦力強化を謳い難民救済策を打ち出した。昨今ウルダ派が難民に支払っている援助金は国の財政を圧迫するほどに上がり続けている。そういった経緯もあってウルダ派の民は難民に対し常に厳しい姿勢をとってきた。難民からしてみれば
頼らざるを得ないものの、迫害を受け続けてきたに等しい状況だったのさ。そこに来て先のドマ難民の受け入れ拒否だ。共和派のロロリ島を筆頭とする富裕層に弱者救済の意思がないことが明確となる結果となった。難民たちのウルダ派に対する不信感は頂点に達し、各地で起きていた難民の抗議活動は暴動に発展している。今やウルダ派は火薬庫同然さ。テレチャーデイジは戦争だとか言ってたけど、この難民問題をあれか発端させたのはあれか、ロロリットの方ってことかややこしいな。それに各国のグランドカンパニーもきな臭い動きを見せている。どうにも一波乱起きそうな気配がするのだ。最悪の知らせ。次が、難民ボードを売っている。ラウバーンから事情を聞いてみよう。確信が知りたいです。ウエスタイ本ですね。何その自分なんだよ、そのレベルの低いよ。そう、戦士のやつ。戦士。レベル上がってなさすぎる。いた下一貴様か。こちらは今立て込んでいる。いえ、緊急の要件でなければ後にしてもらう。多分のところすまない、ラブマン局長。だから暴動の状況について正確な情報を知りたいんです。ある日の怪我をしたと報告を受けているのが大事なのか。ウエスタイの迅速な手当てのおかげだ。恩に切るよ。さっきの暴動はどうなった？巻き込まれた身としては顛末を聞く権利はあるだろう。都市内についてはすでに鎮圧が、完了している。しかし、触発された難民による武装本気が、各地に飛び火している。ウエスタイを浴びて火消しに走っているのも、未だ、緊迫した状況に変わりはない。難民の多くは都市外の貧民窟に暮らしている。それを考えれば道理だろうが、いさか火の回りが早すぎるように見える。ドマ難民の受け入れを拒否したことは彼らの不安を煽っていたことは想像できる。だが本当にそれだけか。ウルダ派に集う難民は国に現れば支援を断たれると理解しているからこそ、今日までの苦難に耐えてきたはずだ。それが何の賞賛も準備もなしに各地で立つ次に本気するものなのか。何が言いたい？私は案じているんだよ。この暴動はエルザを対価にすまんとする陰謀の一端に過ぎないのではないか。そのことは忠告して受け取っておく。こちらとしても真実の究明に向けて手を尽くすつもりだ。今は一刻が欲しい。我が家を戻らせてもらう。ちょっと怒っちゃった。まだ確信を語るつもりはないか。無理もない。この暴動は犠牲者にとっては転機だろうからね。自国の民からで糾弾されるのは、ドマ難民の受け入れを拒否したロボリットたちだけではなく、記載したことを言いながら暴動を防げなかった局長たちの応答です。ラーバン局長にとっても、ナナモ殿下にとっても厳しい状況となるだろう。まず我々も独自に調査を進めよう。君は冒険者という立場を生かして難民から事情を聞いてくれないか。彼らの声を聞くには、火の手が上がっていない場所がいい。メス隊のスイフト対当社に、まだ暴動が起きていない難民移住地がないか尋ねてくれ。私もここ改めは当たってみるとしようよろしく頼むんだぞ、と。中央ザナランのロストホーブリューミング。
ブン。てん、てん、ててん。てん、てん、ててん。奥の洞窟にザザワカってやつが残ってたら声をかけてみるといい。いつも商人が来てた。同人だ。ザザワカ。ララフェルじゃねえか。いきなり驚いてるし。うわ、また不滅体か。少し前からここに出入りしてる商人がどうも怪しいなす。そのためにウルダは成長への不満を広めていた。そこのテントの裏を見てくれ。テントの裏、これか。震え上がった音。自分をなだめないといけない。出た。震えた。音になだめるをする。だよ。武器を取った人々。双子の剣士。双子の剣術師を倒してください。てってってん。空気スタどっから入んだ？ここですか？ここですか？いや、違うな。ここじゃねえな。下を指してる。ここよりさらに下があるって言って。系わからん。いや、ここで合ってると思うんだけど。あ、これだね。これっぽい。なんだお前、私たちに邪魔するのは容赦しないぞ。みんな敵だ。先生、先生。んこうした難民じゃん。一方の先生から出てくるんですよ。ふい。さすがに強い。終わった。終わってねえよ。まだいる。結構いるな。うん。あれですよね。研修士たちを仕組んだのがテージャーデイジーってことですよ。そう。
暗躍の発表。ストーンジュンジュン。はい。ウルダーの入り口のところなんです。難民が住んでる。泣いてます。行く行く。お父さんお母さんどこ行ったの？私にわがまま言っちゃった。商人さんが見せてくれたお菓子がどうしても欲しくて、お父さんたち困らせた。そしたら商人さんが難民だから我慢するのはおかしいってウルダ派を変えて未来を勝ち取ろうって。お父さんたち怖い顔で話した。みんなで戦うんだって。それで商人たちと一緒にどっか行っちゃったの。ねえお兄ちゃん、もしかして誰かを探してんの？商人を探してる。お父さんたちを連れて行ったあの商人さん？あ、見てあそこに。あれですか。さて他にもけしかられそうなんです。意味は、あれは冒険者まさかバレて、逃げた。追っかけるだけです。あっちはウルダ映像者、これ、ウルダってみて、兄ちゃん。いやー、映画ですね。どこに行けばいいんだろう。怪しいなし。あんたはさっきの私を追いかけまして何年です。これ女性か？おっさんだよな。難民の本家を要造したか。そんな滅相もございません。確かに成長に不満を持つ、難民を集めたり、そういったに武器を渡したりしました。全部金をもらってやった仕事ですよ。だから私は何も知らない。本当です。渡した武器はどう使われるか私の企みじゃない。雇い主は誰かって。忘れちゃったな。そうだ、急に思い出しました。戻してる。私が喋ったことはくれぐれも内密にしてください。なんて言ったってやつにしては口止めされてますね。いやー、口止めされるんだ、こうね。何の騒ぎだ。これは胸を一突きか。犯人はまだわからない流れです。おい、すぐに本部に連絡を。あの岩場から何者かが矢がいたと。
かきな臭いことになってます。じゃあ、無駄に戻れ。滅体本部。到着。フロンティア計画。ロイヤルプロナーブ。はい。了解。じゃあ、成長いきましょう。成長だから、エーテライトから。スイフト対等さから連絡は受けている。暴動の鎮圧、ご苦労だったな。ウルダ派の難民の動きは把握していたつもりだが、ここ最近になってさらに活発化しているように思える。ラウバーン局長、何か掴んでいるのではないか。貴様らだから話すのだ。他言無用で頼むぞ。先のドマ難民の受け入れ拒否が決定したことに対し、かねてから不信感を抱いていた難民のうち、零細難民の一部が反発。アラミゴ系難民の急進派と一党を組み、王家の抗議活動が行われた。抗議活動は一時 G 行進まで発展したものの、それでも時間の経過とともに収まりを見せ始めていたのだ。ところが、ある事件をきっかけに暴動へと急転する。難民の対応に当たっていた同人団の衛兵が抗議に集まっていた非武装の難民に矢を射たのじゃ。これに激高した難民たちは暴徒と化した。この事件が暴動の発端となったのじゃ。初動調査ではあくまで事故だった。しかし事の発端となった衛兵が不審な動きを見せたため、我ら不滅隊が奴を捕獲して尋問したところ、サカツ州のテレジアデレジの息がかかった商人から金をつかまされていたことが判明したのだ。バレてんじゃん。テレジアデレジ。テレジアデレジだと。彼はドマ難民の問題の際には受け入れに賛成する素振りを見せていたはず。なぜそのようなことを。なるほど。難民を味方につけようとしてる。フロンティア計画という名に
聞き覚えはあるか？現在いずれの都市にも領有されておらず、北ザナラーンに隣接する地、カルテノー平原。あの地を開拓し植民都市を築くという計画だ。しかしあの地は現在。そうだ、アウトロー戦区として戦場になっている。カルテノー平原、忘れもしない第7零祭の中心地だ。同地は零祭後に大規模な調査が行われていたのだが、そこには元より地中に眠っていたと思われる古代アラグ文明の遺跡があらわになっていたのだ。そして現在のカルテノー平原は遺跡の保有権をめぐり3都市が対峙している場所となっている。エオルゼア都市軍事同盟はこの争いを亀裂とせぬために、かの地で起こった対立の一切を外に持ち出さないという協定を結んだ。これがアウトロー戦区と呼ばれるゆえんだ。戦場となっているカルテノー平原への植民、この無謀なフロンティア計画の出資者こそ九段のテレジアデレジ。奴は同地の状況を知る立場でありながらこの計画を発表した。おそらく計画で集めた多くの難民を引き連れ、彼らを人の盾として各国の軍勢の間に入り込むつもりだ。遺跡を独占するために。テレジア・デレジメ、フロンティア計画はいわばウルダ派が領土拡大を宣言したことと同じぞ。だから戦争って言ってた。我々応答派との調整どころか共和派、サカツ州の中でも統率は取れていないでしょう。完全に奴の単独での行いです。さっきの暴動騒ぎも難民たちにウルダ派での暮らしを諦めさせるための仕掛け。ドマの民に理解の立場を示していたのも難民からの支持を得るための見せかけだったに違いない。しかしなぜテレジア・デレジはそこまでカルテノーの遺跡にこだわる？下手をすれば王家への反逆の罪ともなり得るぞ。オメガ。ああ、オメガ、ここで出てくる。オメガ。おう。遺跡の調査中に発見された異形の怪物。我々はこれをオメガと呼称している。あまりに巨大なため現在も地中に埋もれたままだがな。遺跡に記された古代アラグ文字を解読したところ、オメガはバハムートを捕らえし者と示されていた。先のカルテノーの戦いの折、ガレマール帝国の将軍ネール・バンダーナスは衛星ダラガブの落下地点をカルテノーの地とした。我々は奴が対バハムート兵器とも呼ぶべきオメガを完全破壊するためだったのではないかと睨んでいる。対バハムート兵器、まさか対万神兵器というのか？あのアルテマウェポンのような。我々も完全に信じていたわけではなかった。しかしガイウスのアルテマウェポンを見たとき思い直したのだ。オメガは本物だと。幸いなことに現在オメガはまさに化石のごとく沈黙しておる。だが先のアルテマウェポンの剣もあろう古の万神バハムートを撃つという力、そのような強大な力を秘めた古代兵器をもしも手に入れることができたなら、
テレジアデレジの狙いはオメガの確保。そしてそれを武器にウルダハ、いやエオルゼア全土における発言権を確保するつもりだろう。くだらぬ話じゃ。ロロリトと対峙してサカツ州をまとめることもできぬような男にエオルゼアを牛耳れるものか。だからこそ危険なのです。自分の限界を知るからこそ外に力を求める。決して油断はできませんぞ。ネズミじゃ放っておけ。どうせ今のウルダ派に機密はなきに等しい。いずれにせよ難民問題には注意しておくべきだろう。これはウルダ派だけの問題ではないのだから。一旦難民問題は置いといてっていう流れですか。まああれですね、国井の森の話が出てたからそっちに行く流れになるんじゃないかな。まあ、やまない争い。まあそこを区切りです。テージャーデイジの役、フロンティア計画、そして古代アラブの対バーシン兵器オメガ、難民暴動の背景は大方つかめた。私はもう少しウルダーを見て回るから君はどうする？できることならオメガの情報を集めるためにアウトロー戦区に参戦してほしいのだが、無論今すぐにとは言わない。君はすぐに所属部隊からの参戦依頼を受けているようだし、折を見て従軍してくれればいいさ。なんだお前、ここは子供の来る場所じゃない。立ち去れ。ここからあれかね、PVP できるようになるんでした。別に、これはなんか別のような気がするけど。いく、お父さんお母さん。あ、さっきのお兄ちゃん。私のお父さんと知りませんか？きっと裏にいると思っていたのどこにもいないの。君の知り合いか？そうか。ストーンズフロー、貧民の難民。両親が暴動に加わったのか。お父さんとお母さん、どこに行っちゃったのか。私はわがまま言ったからもう帰ってこないのか。残念ながら君のご両親の居場所はわからない。だが私はこれから街を見て回るつもりで。よければご両親の捜索に協力させてくれないか。捜索？お姉ちゃん、一緒に探してくれるの？お父さんたち見つかる？下で待っておいで。話が終わったら合流や一緒に行こう。わかった。ありがとう、お姉ちゃん。なんで言葉を変えたんですか？合流じゃん。かがいいな。暁は万心を飛ばし、争いを立とうとする一方で、こうして人同士は争いが起きる。今の暁にその全てを解決するだけの力はない。本来の活動範囲である満足、万心と、足への問題で手一杯。それでいいはずなのになが、大きくなりすぎている。ミーヒラの方針が間違っているわけではないさ。彼女は悩みこそするぞ。目的のために選択ができる。君は案じながらも戦場に送り出すように。打算によらない彼女の正義を私は信頼している。だからこそ暁にもっと多くの力を集めたいの。これ戻ってきたね。聞こえる？私はミーヒラ。突然ごめんなさい。緊急事態よ。砂の家へ戻ってきなさい。国威の森に万心が強姦されたのかもしれない。対策を立てるから石の家に戻ってきてくれないかしら。待ってるわね。来たね。呼び出し来ました。いや、砂の家問題が解決してよかったですけど。国威の森に万心だと、イサル族が落ち着いた状態だったんです。まさかシル族が万する雷神ラムーンがとにかく、ラミー騒動の処理は私が見届けよう。後ほど報告に行くとミーヒラに伝えておいてくれ。君は万心対策を頼むとやん。ラムーちゃまですね。ラムーちゃまは次回にします。とりあえず報告だけ行きますか、じゃあ。石の家帰っておいでっていう。じゃあ石の家行きます。まあ、砂の家じゃないだけいいっすよ。めちゃ近いからね。多分ね、砂の家20回ぐらいは行ってると思うんです。
20回ぐらいまで行って、まあやっと卒業みたいな。だけ行くんだよ。がっつり金持ってかれたね。テレポ代をがっつり持ってかれたから。砂の家に。ほうぞ。いやー、結構賑やかっすね、この頃の。あれですね、石の家は。人いっぱいいますね。ドバの子供とかもいるから。懐かしいでしょ。ちなみに夕霧は今ね、ミムサラミーサで、あれですね、忍者の術、なんですね、忍者のやつを教えてる最中です。忍者の技を教えてる最中。いや、マジで賑やかだな。石の家。こんなに人いんのかっていうぐらいいますね。じゃあ行きましょう。これはカネさんのとこに行けっていう流れですかね。来信ラム。集まるのかい。揃ったわね。先ほど奏者島から連絡ありました。シル族によって、バンシン・ラムーの神殺しが行われた可能性があるそうで。可能性とははっきりしない話だ。関連センサーさんによれば、精霊たちがバンシン・ラムーの根源を続けているらしいの。でも今のところシル領は、沈黙を保っている。好戦的なバンシン・ガルダとは違って、バンシン・ラムーはあくまでシル族の守護者なんです。本当に根源していたとしても、おそらくこちらはシル族の領域を起こさない限り、積極的に攻め込んでくることはないだろう。でもあまりに急ではないしかしら、バンシン・ラムーの召喚について前々から警戒してたはずですよ。イダ・ババリもあなたたちの紹介の証拠に気づけたはずよ。まあね、いつか呼んじゃうんだろうなとは思ってたよ。こんなに早く神予想するなんて予想外だったけどさ。イダ、あなたそれを知っていて見過ごしたの？黙ってたらやめよ。でも経過を見守っていてか、ババリもだって知ってたし。もうそのシルク族って他者が自分たちの森に入ってくることにすごく敏感なわけ。零細直後に一度だけバンシン・ラムーを紹介してるけど、あれだってガレマール帝国の連中が森に入ってきたからだった。だからこそ国有の森に帝国基地、カストロモリエンスがある限り、シル族の神殺しは避けられない。それが僕とイダの珍しく一致した見解だったんだ。つまるところ知っていても手が出せない状況だったんだ。でも予想外だったのが、ここに来てシルフ領との環境が急変したことだ。ウルハで起きた難民の抗議活動と暴動。それを受けて国有の森に逃れた人が少なくなったらしい。新たに森へ流れ込んできたユース。シル族が脅威を感じてバンシンを頼った可能性は低くないと思う。バンシン大隊の時と同じ、また人が起こした問題だと神殺しを招いた。あくまで理由の一つだっけね。それにバンシン・ラムーの召喚は思い寝らないチャンスになる可能性がある。いや、君は実際にカリアドのシル族と合流して、彼らの敬愛、願いを聞いたはずだ。そんな君ながらシル族の守護者である、バンシン・ラムーとも対話する余地があるかもしれない。互いを理解することができたらバンシン召喚の連鎖を断つ一つのきっかけになるんじゃないかな。そんな可能性があったのは人と蛮族が争ったものだ。でも今度は、みんな落ち着いて、この件についてグリラの意向を聞くことも必要だ。金センサーさんかな、あなたの指名しての協力要請が来ているわ。地球少女との防星体がガスを、訪ねてくれるかしら。ありがとう。話次第ではバンシン・ラムーとの対決もあります。他のみんなも同行して、事態の解決に当たってください。OK。じゃあ、そこに入れて、配信終わりましょうか。
だったらいつもボルセルタイガーさん。というわけで今回はここで終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。